私の名前ははるか、41歳兼業主婦。夫の正彦とは職場で出会い結婚した。結婚5年目にしてようやく授かった息子のケイトは5歳で、本当に可愛い盛り。できることなら一日中子供と一緒にいたいけれど、我が家の経済状況がそれを許してくれない。夫の収入をサポートするべく、泣く泣く息子を保育園に預け、私は仕事をしているのだ。ママ、明日は卵焼きがいい。可愛い息子からのリクエスト。それに応えないわけがない。親孝行な息子は忙しい私のことを思いやってか、難しい料理をリクエストすることはない。本当は、私が料理苦手で凝ったものを作らないからなのだけど。でも卵焼きって結構難しいと思うのよね。ふんわりと黄金色にするのって職人芸だと思うの。などと誰に言ってるのかわからない言い訳をする私であった。息子が生まれた当初、夫はとても喜んでいた。何せ、ようやく授かった子供だからね。3歳くらいまでは、お休みのたびに公園に行ったりドライブしたり、とても仲のいい家族だったと思う。ところがその関係に、少しずつ変化が見られた。息子が3歳を過ぎた頃、ようやくイヤイヤ期が終わりを迎えた頃、夫の帰りが遅くなる頻度が高くなった。それ以前から、息子のイヤイヤ期にどう接していいかわからないと愚痴っていた夫。そのせいなのか、たびたび帰宅が遅くなっていたのだ。残業だと連絡があるたびに、またかとため息をついたものだ。実際のところはというと、パチンコしてたり、飲食店で時間を潰していたり、映画を見てたり、真相は夫の同僚が教えてくれた。私たちは職場で知り合った仲だから、夫の同僚は私の同僚でもある。私は結婚退職して別のところでパートしているけれど、かつての同僚とは今も連絡を取り合う仲。それを夫は知ってるはずなのに、自分の嘘が筒抜けになるとどうして思わないのかしら。もやもやを感じる部分もある。けれど、ぐずる息子に大人げなくイライラして怒鳴る夫を見るくらいなら、遅く帰ってくる方がいいと私も思うようになった。それが悪かったのか。調子に乗った夫の帰りはますます遅くなった。時には午前様。様がついたからって何様と同じで偉くはない。時にはスーツから甘い香水の匂い。いい気はしない。もちろん怒りを感じることもある。それでも子供の機嫌がいい時はいい父親してるので、私は少しくらいのハメ外しは目をつぶっていたのだ。それからさらに2年が過ぎた。息子は5歳になり、すっかり元気でやんちゃな男の子へと成長した。最近、我が子の成長に感動するのとは逆に、夫の態度の悪さには心底うんざりする。あらな、お茶こぼしちゃったね。布巾取ってくるから待っててね。たく、何をやってるんだ。5歳にもなってコップくらいちゃんと持てないのか。子供のミスに私が慌てて対処していると、イライラして怒鳴る夫。パパ、遊んで。俺は忙しいんだ。邪魔するな。遊んでと駆け寄る子供を怒鳴って拒絶する夫。ねえ、今夜の夕飯だけど。いらねえよ。こんな騒がしい環境で落ち着いて飯なんて食えるか。お前のまずい飯なんか空気も起きねえ。俺は外で食べてくる。何を言っても怒鳴る夫。今度のお休み、みんなでどこか行かない？はあ？俺は仕事で疲れてるんだぞ。休日くらいゆっくりさせろ。本当に何を言っても、夫はただただ怒鳴るばかり。夫婦の会話も親子の会話もまともに成立しない。夫のイヤイヤ期なのか、にしても40年前に終わらせておいてくれ。一度、どうしてそんなに怒ってばかりなのか聞いたら、夫はまたイライラした様子で言ってきた。お前がダメ人間だからだろうが、それがケイトに遺伝してるのがわかるから、イライラしてるんだ。ああ、俺に似た子だったらよかったのに。そんな言い方はないんじゃないだろうか。ケイトは私と夫の子供なのに。まあ顔はいいがな、俺に似て。つまり息子のいいところは夫に似て、悪いところは私に似てると言いたいのか。あまりな言い草に開いた口が塞がらなかった。夫への不満は募る一方だ。その言動で精神的な苦痛も大きくなる。離婚も考えないではなかった。家族を顧みない言動で夫婦終了までワンアウトというところ。それでも家族を続けたのは、まだ私に夫への愛情があったから。息子も怖いと思いつつも、やっぱりパパが好き。
たまにしか機嫌の良くない夫といるのは疲れを感じるけれど、家族を辞める勇気はなかなか出なかった。そんなある日夫が言った。旅行？そう、会社の同僚数名とな。お前も知ってるだろ。俺と仲いいメンツ。ああ、独身貴族を謳歌してる二人？そうそう。でだな。今度二人で旅行に行くらしいから、俺もついていくことにした。別にいいだろ。俺はずっと我慢してるんだ。家族に時間を取られてばっかで何もできないんだ。そのくせ俺の稼いだ金で、お前たちは贅沢三昧。俺だってたまには息抜きする権利はある。贅沢三昧なんてしてないわ。あなたは最低限のお金しか入れてくれないからかなり厳しいのよ。これは本当のこと。ケイトを保育園に預けて私は仕事をしているけれど、頑張れば頑張るだけ、お給料が上がれば上がるだけ、夫は家にお金を入れなくなった。今や私の方が多く出してるありさま。夫はおそらく自分の懐に残ったお金で好き勝手遊んでるのだろう。そうでなければ旅行代金なんて用意できるわけがない。うるさい。とにかく俺は明日から1週間、お前らから解放され、羽を伸ばしてくる。文句は受け付けない。いいな。明日？突然の話に驚いたけれど、まさか明日からだとは思わなかった。あまりのことに頭に血が昇るのを感じた。私が文句を言おうと口を開きかけたその時、ママ？寝ていたはずの息子が起きてきたのだ。慌てて息子に駆け寄る。ごめんね、ケイト。起こしちゃった？ほら、ママが一緒に寝てあげるからお部屋に戻ろ。寝かしつけようとその体を触れた瞬間、異変を感じた。ケイト、体が熱いわ。ママ、頭痛い。ケイト？体が異様に熱い息子の顔を覗き込んだ瞬間、ケイトは白目を向き、倒れ込んだのだった。倒れた息子に慌てて救急車を呼ぶ私。当然付き添ってくれると思った夫は、なんと拒否した。言いたいことは山ほどあるが、時は一刻を争う。私は仕方なしに、一人で救急車に乗り込むのだった。病院での検査の結果、大病というわけではなかったのが不幸中の幸い。念のため検査入院すると言われ、夫に電話をした。なんだよ。夫が不機嫌丸出しの声で出るが、気にしてる場合ではない。ことのあらましを説明し、入院するから着替えを持ってきてほしいと頼むと、来た返事は、は？これである。そして続いた言葉がこれ。俺無理だから。え？だから無理。明日の待ち合わせに遅刻するの嫌だから、同僚の家に行ってくる。は？息子が入院するのに旅行に行くの？当たり前だろ。ただの検査入院に俺の助けは必要ないだろうが。息子が高熱で苦しんでるのよ。だからって俺にできることなんて何もないだろ。いや、だから必要なものを持って。おーっと、そろそろ行かねえとやばいわ。じゃあな、饅頭ぐらい買って帰ってやるから。切った。言いたいこと言って、夫は電話を切った。もう一度かければ即留守電。電源を切ったわね。困ったことに同僚の電話番号を私は知らない。なんてやつなの。私の怒りが病院内にこだまするのであった。結局、実家の両親に連絡し、手伝ってもらうことになった。夫の行動を考える。入院した息子をほったらかして2アウト。アウト一つはすぐそこ。そんな気がした。それから3日後、検査も終わり、すっかり元気になった息子が目の前に。検査結果は特に問題なし。明日にでも退院となった息子にプリンでも買ってこようかな。そう思って立ち上がった私は、ついでにと、携帯の電源を入れてチェックする。その時だった。急に携帯が震えたのだ。思わず落としかけて慌てて強く握り直し、画面を見れば元同僚から。もしもし？出れば何やら慌てた様子の彼女の声。はるか？あんた今どこにいるのよ？どこってちょっと病院に。病院？よくわからないけど大変よ。旦那さんが事故で亡くなったって。何を言われてるのかわからなかった。思わず、冗談でしょと返してしまう。そんな私の耳に電話の向こうの同僚の声が続けて聞こえて、私は大慌てで走り出すのであった。
夫が亡くなった。それだけでも衝撃の事実なのに、元同僚はさらに続けたのだ。旦那さん、女と二人きりで旅行中だったみたい。それで、その女が運転をミスして、対向車線にはみ出して、そのまま街路樹にぶつかって。何もかも間違いだと思いたかった。夫は男の同僚二人と旅行のはず。女と二人きりなんてあるはずがない。その女の運転で事故に遭って亡くなるはずがない。そんなバカな。大慌てで実家に電話し、飛んできた両親に息子を頼み、私は夫が入院しているという病院に大急ぎで向かうのだった。慌てる一方でふと思ったが、なんで私より会社に先に電話が？ともかく嘘ではないようだから急がなきゃ。元同僚の第二報によると、夫と一緒だったはずの男二人は無事。そりゃ一緒じゃなかったんだから。ずさんな夫はアリバイ工作を頼んでもいなかったらしい。よその女と旅行でスリーアウト。日本語だと惨死。本当に死んじゃったのかしら。夫の生死は重大な問題だが、その前にスリーアウト目について検証すべきことがありそうだ。あなた！ガラッと病室を開ける。病室で眠る人物は一人。その顔を見れば間違いなく夫だった。手足に巻かれた包帯が痛々しい。でも、夫の胸は上下していた。亡くなったという同僚の話はどうやら間違いだったようだ。夫は生きていた。命はあったのね。つぶやいて、私は夫のそばへと近づいた。覗き込めば、うっすらと目を開く夫。気のせいかちょっと動揺している。会社からすぐ私に連絡が行くと思わなかったのだろうか。それでも、いつもの口調で悪態をつく夫。やっと来たのか。旦那が大怪我してるってのに遅えよ、この役立たずめ。非常に元気そうで何より。見た目は痛々しいが、左手と右足の骨折だけで済んだそうな。レンタカーはぐしゃぐしゃだったってのにね。悪運の強いやつめ。にしてもだ。無事でよかったわ。そういえば、俺の世話きっちりしろよ。という夫。元気。ならばよかろう。さあ、話を始めようではないか。命はあっても、スリーアウトはなしにならない。私はおもむろに一枚の紙を取り出した。無事でよかったってのは、右手の話よ。右手を骨折してたら、ペン持てないものね。は？きょとんとする夫の眼前に、私は紙を広げてみせた。離婚届？そう。これ用意してたから遅くなっちゃったのよ。今は無理だろうから置いとくわ。ちゃんと書いてね。は？なんでよそれ。なもん誰が書くか。だってあなた、離婚するって彼女に言ったんでしょ？毎晩帰りが遅いのは彼女と会ってたからなんですってね。今回の旅行も婚前旅行だったとか？よかったわね。これで大好きなみなよちゃんと結婚できるわよ。なんで名前まで？本人に会ってきたからに決まってるじゃない。実は夫の病室に寄る前に同乗者だった女性の病室も見舞いってきたのだ。彼女もまた同じ病院に入院している。交通事故の女性を訪ねたらすぐわかった。同じく骨折していたが、夫より軽傷に見えた。病室に彼女のご両親もいたので、その前で洗いざらい話してもらった。まさか夫を見舞う前だなんて言えないから、夫の生死不明のまま話を合わせていたが、生きてるらしいことはすでにわかっていた。どういうことだって親に詰め寄られているのに、彼女ってば私を睨んで言ったのよね。彼を解放してあげてってそう言われちゃった。あなたなんかどこがいいのかしら。妻子に冷たく、家にお金も入れずに毎晩遊び歩き、子供が入院しても知らん顔。そして浮気。もうゲームセットね。夫の顔が一気に青ざめた。開き直ると予想していたからちょっと違ったが、でも結論は変わらない。違う。彼女はちょっとした遊びであってだな。俺が愛してるのはお前だけで。そういうのもういいから。はい、これ。私のとこは記入してあるし、破いてもスペアは何枚も用意してるんで。なんなら弁護士呼ぼうか。弁護士？そうよね。慰謝料と養育費の件があるし、その方がいいかな。待ってくれ。は？待ってください。慌てながらも、相変わらず偉そうな口調の夫を一睨みすれば、一気に塩らしくなる。離婚は嫌だ。どうして？どうしてって、
言いよどむ夫。言いにくいなら私が言ってあげよう。私は一度息を大きく吸ってから息を入れずに言い切った。私が仕事して家のお金負担してるおかげで、自分の稼ぎを好き放題に使えて若い女に貢げるものね。子供がいれば将来自分の面倒を見させることもできるし、家のことは嫁に任せて自分は若い子とウハウハ。側室囲ったお殿様は将来安泰だのはずだったもんね。離婚したら全部水の泡だもんね。そりゃ困るわ。もはや何も言えなくなったのか、口をパクパクさせる夫。お前は腹話術の人形か。声は遅れて聞こえてこないよ。残念でした。試合終了により、あなたの愉快な人生設計はここで破綻となります。新しい人生設計は、みなよちゃんなり、誰なりと作ればよろしいでしょう。だがその人生設計に、私と息子は存在しませんので、一度死んだと思って設計やり直してください。言いたいことは言った。そのままきびすを返し、私は病室を後にするのだった。待ってくれ。情けない夫の声を背に受けながら、その後、弁護士に依頼し離婚協議に入る。退院した夫の浮気相手も交えての話し合いとなったわけだが、まあ修羅場。夫が離婚する気はないと言えば鬼の形相になる浮気相手。二人に慰謝料請求の話が出れば、なんと、取っ組み合いの大喧嘩を始めたのだ。あんたのせいで私の人生めちゃくちゃよ。妻帯者に言い寄るような女の人生なぞ知るか。あんたが言い寄ってきたんでしょ。うるせえ、そんなの忘れた。もういいので、とっととサインしてくれませんかね。と思いつつ、二人の喧嘩を黙って見ていた私って、結構性格悪いのかも。どれだけダダをこねたところで、証拠は揃っているのだ。というわけで、私と夫の離婚は成立。慰謝料もほぼ希望額。養育費は一括支払いだ。すべての話し合いが終わり、私と弁護士が部屋を出ても、二人はまだ言い争いをしていた。あんな様子では、この後の二人の関係がどうなるか、想像は容易というもの。最後に、お幸せにと言い残した私は、やっぱり性格が悪いかな。息子に遺伝してたらどうしよう。いろいろあったけれど、私と息子は平穏な日々を取り戻した。もう夫の顔色を伺わなくていいと知った息子は驚くほど明るくなった。それを見ていると、もっと早くに離婚すればよかったと後悔する。それほどに夫の態度は息子を苦しめていたのだろう。それは私も同じ。あんな夫にどうしてしがみついていたのかしら。息子と二人だけの生活になって気づいたのだ。夫がいなくても全く困らないことに。むしろ毎日が楽しくて仕方ない。とはいえ、息子にとっては元夫は唯一無二の父親だ。会いたいと言えば会わせるけれど、パパに会いたい？え？なんで？という息子を見ていると、どうやらその時は来なさそうな気がする。その、なんで？な元夫だが、離婚成立後、慰謝料と養育費の支払い完了を確認したところでメールを送ったら瞬時に返事が来た。タイトルは、助けてくれ！タイトルつける時点で余裕だなと思いながら開けば、なんとも笑える内容だった。どうやら私の元同僚が社内に話を広げたらしく、浮気男は針のむしろ状態になったそうな。チクチク刺さる痛い視線にさらされた夫は、ストレスでミスを連発。その結果、会社にいられなくなった。実家にも絶縁されて行く場所がないんだ。このままじゃ生きていけない。助けてくれ。だそうです。なので優しい私は、可愛いみなよちゃんに助けてもらえばと返信したわけですよ。そしたらなんて帰ってきたと思う？みなよとは別れた。あいつも実家に絶縁されて行方不明なんだ。俺は目が覚めた。愛してるのはお前だけなんだ。だから助けて。そりゃおめでとうございます。で、いいのかな？夫のメールはまだ続く。携帯も支払いが滞って、明日には使えなくなりそうなんだ。頼むからすぐに迎えに来てくれ。そう来たところで、私は優しく、元夫の連絡先をブロックしてあげました。当に引っ越した私たちの居場所を、元夫は知る由もない。携帯をテーブルに置いてお茶をすすっていると、息子がやってきて言った。ママ、明日のお休みはどうするの？その言葉に私は少し考えて、そうね、お弁当を作って水族館でも行こうか。と答えると、満面の笑みの息子。やった！僕、イルカさんのショーみたい。大はしゃぎする息子に、私は微笑んだ。
Isn't it embarrassing for a junior high school dropout to come to a party like this? If you're going to a party like this, you must be fluent in English. Hey, ma'am, why don't you try introducing yourself in English? I bite my lip, as if I've been trampled on by the actions of the new employee, who always makes fun of me for being a junior high school dropout, the manager who let me attend the party, and all the sales staff. But a few minutes later, turns pale when her old self appears. My name is Kawajiko. I'm 33 years old. Although I work in the general affairs department of a taxi company, I don't work at the Tokyo head office, but rather at the local sales department. Apparently, this sales department was established about 10 years ago. I've been working here for 3 years. The chief, Taguchi, is a passionate and motivated person who has the ideal of improving the public's opinion of taxi drivers. It's true that in the past, people who weren't good at socializing or weren't good at working would start out as taxi drivers, thinking, what the heck, I'll do this too, and apparently there were many drivers who were bad-tempered and had bad customer service attitudes. In the UK, the profession of taxi driver is highly regarded. It is an important occupation that supports citizens' mobility as part of public transportation, and is used by many people as a convenient and safe means of transportation. It seems that our chief is aiming for that. Professionalism as a driver, friendly customer service attitude, and geographical knowledge. It is not an easy job that anyone can do. I want everyone to work with pride in their job. I often talk about this in my courtesy talks. We are also trying various initiatives, such as sightseeing taxis that can act as guides at tourist spots, and barrier-free taxis for the elderly and customers who need care. Chief Takoro himself said that he takes his time with interviews and hires capable people regardless of their educational background or dietary history. The capable people that the chief is talking about are people who are considerate. When I had my interview, my mother had suffered from cerebral paralysis and was unable to do housework. I quit my job to take care of my mother and do housework, and applied for a part-time job at a gym where the hours were somewhat flexible. In fact, I stopped going to school when I was in junior high school, and was unable to take the high school entrance exam, but I later obtained my graduation qualification from a correspondence high school. The chief looked at my resume and complimented me, saying, "Mr. Kawa, your handwriting is very beautiful. I'm sure you've had a lot of difficulties. There may be more challenges ahead, but I'd like to help both myself and the company as much as possible." Quote. That's how he hired me. When I couldn't come to work in the morning because of my mother's seal or rehabilitation appointments, I would have her come in the afternoon or vice versa. Thanks to this, my mother has recently become able to handle everyday tasks without any problems, and my father has learned some housework, which has greatly reduced my burden. I am very grateful to the chief. Nowadays, there are apps that allow you to call taxis, and we can see the reactions and evaluations of our customers, which we couldn't see before. And thanks to the chief's driver training, our branch office is now ranked in the top 3 in the country in terms of customer word-of-mouth evaluations. We also receive compliments from important people at head office, and new employees are increasingly coming to our branch office for training. We've become very busy, so we've also added another part-time office worker. She's a beautiful woman in her early 20s. Her name is Nakai Yu. Thank you for your time. Nakai-san bowed her head. She was not only beautiful, but also a very intelligent woman. She learned her job incredibly quickly, almost at lightning speed. Why is someone like you working part-time? It's no wonder I couldn't help but ask. Huh? I have some family circumstances, she said,
looking a little embarrassed, and I thought I had asked the wrong question. I was the same way. Oh, I'm sorry. I asked a harmless question. When I hurriedly apologized, Nakai-san smiled and said, "It's okay." But more importantly, that ring that Kawa-san was wearing. He stared intently at the ring I was wearing on my pinky finger. I'm not going to hide it. It's an image accessory made with the image of a certain anime character. Of course, if you don't know, that means I really love that anime too. We were unexpected comrades. And so from that moment on, Nakai-san and I became fast friends. It was more fun than I had imagined having someone with the same hobby at work. How about we go to a collaboration cafe together sometime? It seems that the anime has been confirmed for a 4th season. We were having a great time chatting about such things, but something happened that changed our peaceful and enjoyable workplace. It was the presence of an elite assistant executive who had graduated from a prestigious university and had come from the head office as a new employee. He had apparently graduated from university with excellent grades, but it was clear that he was a man who was arrogant and looked down on others. His name was Eiji. Just because you get a job at a taxi company doesn't mean you'll be a driver. Before working in the planning or human resources departments at the head office, it's necessary for new employees to see the field firsthand, so a series of new employees come to our office for training. At best, they're honest and nice kids, but this Eiji was a little different. From the very first greeting, he had a rude attitude and his whole body was filled with a lack of motivation. I clearly heard him whispering, "Why do I have to be taught by these low-level people?" I explained the daily routine, the dental system, and the key points for answering the phone and customer service. I was the one who explained it because the manager told me to. You don't have to explain it in such detail. I'm not an idiot. They were confident, but when I tried entrusting them with the phone, it was a complete mess. Huh? Where are you? Your voice is a little quiet. Please speak more clearly. If they were to respond to a customer's call like this, it would affect the company's image. I hurriedly handed the phone over and apologized, saying that I was a new employee in training. Fortunately, it was a regular customer, so it was fine. They laughed and said, "That must be tough," and forgave me. You looked annoyed, took a small sip, and without apologizing, bought a cola from the vending machine and drank it. As I had expected, Eiji had his eyes firmly set on Nakai. "You're beautiful. Why are you working here?" Quote. Well, I had asked him similar questions, but Nakai's reaction was completely different from mine. "Does it concern you?" he replied, with a slight 100 degrees below zero. For the first time in my life, I learned that a beautiful woman's cold reaction can be quite scary. Even so, Eiji seemed to have not learned his lesson at all, and said, "You graduated from a good university, didn't you, Nakai?" "I graduated from a famous university too." He invited Nakai-san, saying things like, "I'll invite my friends next time, so it's not you or anything." "How do you know my personal information?" Nakai-san asked him coolly, and he replied, "Huh? The director checked my resume when I was working at Russ." He said this while making a V sign, as if he didn't think he had done anything wrong. It's so lacking in common sense to look up someone's personal information without permission. When I said that in surprise, he grinned and said, "You're just a middle school dropout, aren't you? It would be embarrassing if someone saw it." Apparently, for him, even if you get a qualification from a correspondence high school, that would still count you as a middle school dropout. I didn't think he had an academic inferiority complex, but I was really frustrated at the time. How to handle a situation when you actually pick up a customer is also included in the training, so with the customer's permission,
I put Eki-kun in the passenger seat. The driver in charge was Yamada-san, a veteran driver with the best reputation among customers at our office. Unlike in Tokyo, you can't just walk out onto the street and get a taxi right away, so we often have customers call us and pick them up at their homes. In those cases, at our company, the driver himself opens the door for the customer, greets them, and says, "Thank you for using our service today. I'm Maru, the driver. I look forward to working with you," he said. EGI, who was also doing this, muttered, "Ugh," quietly and sat in the passenger seat with a disgruntled attitude. Quote, "It must be tough for newbies too." "Good luck," I said, and he apparently said in a mocking tone that he would never drive a taxi. The director was furious when he received this report from Yamada. "Listen. Taxis are a service industry. They make money by providing a service that safely transports customers to their destinations. In a sense, the driver himself is the product. You're using your company's product as a scapegoat. An employee like that is nothing more than an outsider to the company." It was the first time the director had seen something so rash, and EGI, the person involved, apologized on the surface, but then he stood up and shrugged his shoulders, saying that the director, who hadn't even graduated from college, was acting all high and mighty, showing no remorse at all. But even he finished his week of training and returned to the head office. Nakai and I talked about EGI for a while. It was intense. He's about the same age as Nakai, right? Yes, he is. I guess his parents raised him with the sole intention of studying hard and getting into a good university. He probably never had a part-time job. It's true that he wouldn't be able to keep a part-time job if he did, and I wonder if he'll be able to make it as a working adult from now on. It really is not about academic background that makes a person. I was a little happy to hear those words. One day, after peaceful daily life had returned, a social gathering was held by the head office. Apparently, a few people from each of our sales offices across the country were invited to the party at a famous hotel in Tokyo. I thought it had nothing to do with me, but to my surprise, the chief of police asked me to go. The other attendees were Yamada, a veteran driver who had the highest customer ratings at our sales office. I was about to resign, thinking, "No, I'm nothing," but Kawa-san, you're not just at the gym, you're always polite and kind to the drivers, aren't you? The drivers all tell you to feed Kawa-san delicious food. I almost cried when the chief of police said that. I was happy that my work was recognized. And more than anything, I was moved by the drivers' feelings. So, after much thought about what to wear, I ended up wearing a dress I had bought about 5 years ago at a friend's wedding reception. What a luxury! A taxi transfer was included. The three of us, Chief Takoro, Yamada, and I, headed to Tokyo in a company taxi. We were shown to the reception in the lobby of a famous hotel we had never been to before and headed to the party venue. The Chief Takoro and Yamada were quite nervous, if not nervous. The party was a buffet style, and there were a lot of dishes on the table that we didn't even know the names of. Please help yourself to as much of what you like and eat it, and if you can drink, please have some alcohol too. After saying that to Yamada and me, the chief went off to meet the bigwigs at the head office. Yamada and I looked around like we were on a boat, but as we helped ourselves to the luxurious food, our tension gradually eased. Maybe it was because of the champagne poured into the beautiful glasses. At that moment, someone called out to us from behind. Quote, "Huh? Why are you here?" It was EGI-kun's voice, which I'll never forget. Thinking about it, it wouldn't be strange for him, who works at the head office, to be at this party. The director invited him. Sigh. He's wearing outdated clothes. There's no way he'd come all the way here just to try the food.
It was a dress he bought 5 years ago, but I felt like he had trampled on the director and everyone else's feelings. He's a junior high school dropout and a burden to the company, so isn't it crazy for him to have the nerve to attend a party like this? Seriously, how can he say such things to other people? He only graduated from a famous university, so he has almost no work experience, so how can you make fun of people like this? Furthermore, Egi-kun said this to me in a mocking tone. He must be fluent in English if he's attending a party like this. There have been more and more foreign guests recently. I got 800 points on my TOEIC test, but could you please introduce yourself in English, lady? It seems he's been drinking quite a bit. I thought he could do a self-introduction, but to be honest, I'm not confident in his pronunciation. Yamada-san, who was with me, was also at a loss as to what to say to this shaky guy. Then you try it in Chinese. Egi and I shouted at the same time and turned around to see Nakai-san standing there in a fancy suit. You immediately made a face. What, you were here too? Ignoring him, Nakai-san said, you got 800 points on TOEIC. Your English may be somewhat good, but we have a lot of Chinese customers. You're such an excellent person, so you must be able to speak Chinese too. No, I didn't have any prior experience with Chinese, so if you can speak English, there shouldn't be any problem. That's right. But 800 points is about the level of everyday conversation. By the way, I got 950 points, but I had no idea how impressive that was, but Egi-san's eyes were wide open in surprise, so I thought it must be impressive. Hey, what's wrong with you? Even Egi-san, who is known for his greatness, seemed to realize that he was being made fun of. At that moment, the chief of police returned and called out to Nakai-san. Nakai-san, your father. Yeah. No, the president was looking for you. Huh? I accidentally shouted at the same time as Egi-san. Akai-san, your father is the president? When I asked that in surprise, Nakai-san said a little apologetically, I'm sorry. Agawa-san. I kept it a secret, but I'm actually the daughter of the president of this company. I was similar to Ikun over there, and I was supposed to work at several sales offices as part of my new employee training and submit reports to the president. Like an investigator. That's right. I'm sorry it ended up looking like I was deceiving you. Quote. Nakai-san bowed her head as she said that. Apparently, Nakai-san is the only daughter and is destined to take over the company in the future. By the way, that's her wish. Apparently, she works at problematic sales representatives and sales representatives with good results for several months to learn about the workplace and learn about problems and improvements, and then submits a report on systems and ideas that she wants to incorporate. Of course, our company was chosen as the sales representative with good results. Thanks to that, I learned a lot about the workplace. The manager said that the drivers themselves are the product. Good drivers and good service support the company. Those were the words the chief said when he was absent when Eki-kun made his mistake. I think Yamada-san nodded happily when he heard this. Besides, we should think a little more about hiring people based on their academic background alone. In particular, people who flaunt their academic background and look down on others are nothing but a hindrance to the company. He said this and looked at Eki-kun. Eki-kun's face turned pale, as if all his good intentions had been blown away. In a way, you could say he was unlucky. It just so happened that the president's daughter was conducting an undercover investigation during his new employee training, so she couldn't have been there at all, but before he knew it, Eki-kun had disappeared. Did you know, Chief? I questioned the chief after Nakai-san had left. If you knew, you should have told me. I felt embarrassed to think that I might have been quite rude without knowing anything. No, I didn't know. My uncle at the head office asked me to let an acquaintance work for them for a few months,
but I never imagined it would be the president's daughter. The chief said this and drew a picture. Certainly, if he had been informed, it wouldn't have been an undercover investigation. You're not saying anything like, I, or anything like that, right? He asked me that with a serious face, which made me and Yamada laugh. Thanks to you guys, we received words of praise from the president. Please continue to count on us. The chief bowed to Yamada and me. After a while, Nakai came back to see me. I'm really sorry, Agawa-san. But isn't it true that you had a lot of fun? I'll only be going out once this month, but will you go to the collaboration cafe with me? When he asked me that, I was very happy even though I was embarrassed. That's right. If I had known from the beginning that you were the president's daughter, we might not have become this close. Of course. I answered that, deliberately avoiding using honorifics, and Nakai smiled happily. After that, Nakai sent me line messages quite frequently. Most of them were about our shared hobbies. Apparently, Eki-kun quit working at the head office after 2 months. Really? He seemed to have been quite shocked at that time, so I thought he had reflected on it. When I asked that, Nakai-san told me about what happened to Eki-kun after that. It seems like nothing like that ever happened. He continued to be so incompetent at his job, yet his bullying attitude never changed, and he even went around saying he knew the president's daughter. He also had a bad reputation with clients, and after his boss severely dismissed him, he stopped coming to work the next day. I could only sigh. I've heard stories of highly educated, proud people who quit their jobs because they didn't recognize their abilities, and who repeated the same mistakes even after changing jobs, eventually becoming shut-ins and NEETs. I felt like I could see Egi-kun's future. It must be tough for his parents to send him to college and have him end up like this. It's also the parents' responsibility, but the day after the party, the director spoke to me. Agawa-san, if your family is okay with it, I'd like you to become a full-time employee. What do you think? Quote. The director said this with a smile, and I was so happy I jumped up and down. Thank you very much. I immediately said, I look forward to working with you in the future, and the other office staff and drivers in the office applauded. If he became a full-time employee, he would receive a bonus and be able to take paid vacation. Above all, I loved my job and workplace, and I had always wanted to work there for a long time, so I was really happy. My father and mother were happy. My mother said, I know it's been tough for you, but I'm glad you found a good partner, and I said, I hope you find someone good too. My father then said something unnecessary, asking if there was anyone good out there. I had a feeling that my life was going well for me, so I reassured my parents by saying that I was sure I would meet someone good soon. When I get my bonus and some paid vacation, I'm thinking of going to a hot spring with my parents.私はミキ、32歳。新卒から働き続けている会社で最近評価してもらえるようになり、仕事が楽しくなってきた。夫の雄一は大学の先輩で2年前に結婚した。同じ業界の違う会社で働いていて、恋人の時は辛い新人時代をお互い励まし合いながら乗り越えた。だからこそ、この人を選んだし、仕事にも理解があると思っていた。そう思っていたのに。遅い。ごめんね。今からご飯用意するから。早くしろよ。夜8時。残業を終えて急いで帰ってきた私に、夫は冷たい言葉をぶつける。慌てて作り置きしていた料理に少し手を加えて食卓に並べた。夫はため息をついて箸を手に取った。最近遅すぎるだろう。
何やってるんだよ。私が担当しているプロジェクトが山場なの。容量悪すぎるんじゃないか？責任者を他に譲った方がメンバーも無駄な残業しなくて済むだろう。それは、料理も洗濯も手抜きばかりだし、もうちょっと頑張れよ。さっさと食べ終わった夫は食器も片付けずにリビングのソファーに横になってしまう。私はやっと席に着いたところなのに、思い描いた結婚生活ってこんなのだったっけ？胃がキリキリ痛んだ。最近私の仕事が認められるようになってから夫の当たりがきつくなった。どうせ上司に媚びでも売ったんだろ。家事も大してできないのに仕事ができるわけない。本当は残業じゃなくて男でもいるんじゃないか。私の努力や人格を否定する。そんなひどい言葉ばかり投げつけてくる。本当に浮気を疑っているのか、仕事中に電話や LINE をしてくる回数も増えた。家の中で電話をしていると、こっそり聞き耳を立ててくるようになった。私にやましいことなどない。浮気をした過去もない。仕事を一生懸命やってるだけなのに、信じてもらえず、ただただ悲しかった。結婚前までは上司に褒められたら、ミキの頑張りが認められてよかったね、と頭を撫でてくれた。そのあまりの変貌ぶりにショックと戸惑いが大きかった。もしかしたら夫の方はスランプなのかもしれない。だとしても今の私から何かいたわりの言葉をかけるのは逆効果な気がした。大丈夫。きっといつかは優しかった夫に戻ってくれる。そう信じて目の前の仕事に集中した。しばらくすると夫の行動に変化が現れた。残業続きの私より夫の帰りが遅くなった。休みの日も休日出勤だと言って出かけていく。必然的に会話は減った。暴言を吐かれることも少なくなった。夫も仕事が忙しくなったのだろう。そう思い込んでしまった私は安心して仕事に集中するようになった。だって、妻の浮気を疑う人が浮気するなんて想像もしなかったから。私が担当したプロジェクトは成功を収めた。ただ、これで終わりではない。しばらくは出来上がった商品の実際の使用感を聞くために営業先を回る日々が続く。そして次の土曜日は会社から少し離れた温泉街の近くにある営業先を訪れることになっていた。日帰りできる距離だけど、私と出張に行く先輩が自腹で温泉付きの旅館に泊まってささやかな打ち上げをしようと提案してくれた。旅行も飲み会もご無沙汰だったし、その心遣いが嬉しかった。でも、あの夫がとてもゴーサインを出してくれるとは思えなかったので、返事は保留にして帰宅したのだけれど。いいんじゃない？え？たまにはゆっくりしておいでよ。あっさりと理解してくれた夫が予想外すぎて、思わず拍子抜けしてしまう。本当にいいの？いいよいいよ。本当に？いいよ。俺もお袋たちを連れて旅行に行ってくる。もうすぐお袋の誕生日だし。素敵。きっとお母さんたち喜ぶよ。夫の義両親はとてもいい人だ。まだプレゼントが決まっていなかったのでちょうどいい。泊まりを許してもらえたことより、久しぶりに夫の笑顔を見られたのが何より嬉しかった。当日、夫に見送られながら出張先に向かう。営業も順調に進み、時間より早く仕事が片付いた。本来休日の土曜日に仕事をしているので、今日は早く上がっていいと上司に言われている。緊張したプロジェクトも終わり、夫も機嫌が良かったから久しぶりにゆったりした気持ちで外を歩く。この町もお正月以来だ。実はここは夫の実家の隣町。夫の実家は地酒の卸元で、義両親が老舗の酒屋を営んでいる。本来なら実家に顔を出すべきなのだが、義両親は夫と一緒に旅行中だからまあいいだろう。お土産でも持って帰って夫を驚かせてみよう。そんなのんきなことを考えていた。
その時、一緒に歩いていた先輩が立ち止まった。ミキちゃん、ここが今日泊まる旅館よ。うわー、素敵。昔ながらの温泉街の老舗旅館に心が躍った。ふと裏手から人が出てきたのを見た。旅館のスタッフだろうと思ったとき、あら、ミキさん？え？名前を呼ばれてもう一度その人たちを見ると、酒屋の名前の入った黒いエプロンを身につけた年配の夫婦が私に手を振っていた。私のよく知っている顔だ。お父さん？お母さん？ミキさんじゃないか。あらまあ、こんなところでどうしたの？それはこっちのセリフです。夫と旅行に行ったのではないのですか？そう言いたいけれど、状況が飲み込めないので聞くこともできない。今日は出張で。そうなの。仕事熱心で偉いわね。私たちはこの旅館に酒を卸していてね、味は保証するよ。ああ、楽しみです。今度は雄一と一緒に遊びに来てね。はい。爽やかな笑顔を残して二人は軽トラックで去っていった。残された私は頭の中がぐるぐるして身動きが取れない。どうしたの？顔色が悪いけど。隣にいた先輩が心配して声をかけてくれる。先輩、実は。それ絶対浮気してるから。ここ数ヶ月の出来事を私から聞いた先輩の第一声だった。思いもしなかった推理に思わずうろたえる。でも、夫に限って、束縛してくるから？そんなの理由にならないわ。自分が浮気しているからあなたも浮気するんじゃないかって疑っているのよ。うちの元夫がそうだったわ。そんな。とにかく、まずは旦那さんに連絡してみたら？はい。先輩に促されて震える手で夫に電話をする。どうした？あなた、今どこ？どこって、親と旅行中だよ。そうだよね。楽しんでね。ああ、そっちもな。あなたの両親と会いました。なんて伝えることができず電話を切る。ああ、さっき出会った二人は誰？幻かしら？そんなはずはない。夫は私に平然と嘘をついた。きっと今浮気をしている。先輩の推理がストンと胸に落ちた。すみません。私帰ります。もちろんよ。私は泊まるけど、何かあったらすぐ連絡して。せっかくお祝いしてくださるはずだったのに。それはいつでもしてあげるから。ね、早く帰りなさい。ありがとうございます。先輩に見送られ、帰りの新幹線に乗り込む。一人になって腰を落ち着けると、ぐちゃぐちゃになっていた頭も落ち着いてきた。あの夫が浮気だなんて、とても信じられないと思ったけれど、冷静になると思い当たる節ばかりだ。私に冷たいと思ったら優しくしてみたり、残業や休日が続いたり。私の不貞を疑っていたのも、すべて自分が浮気をしているやましさからだったとしたら、最低すぎる。早く帰りたいけれど、新幹線のスピードは一定。流行る気持ちをぶつけるように、近所に住む兄に LINE を打った。自宅に着いたのは夜10時を過ぎた頃。自宅近くのドラッグストアで先に来てくれていた兄と会う。ごめんねお兄ちゃん、いきなり呼び出して。いいよ、今日は休みだし、妹の一大事だって嫁も OK してくれたから。ありがとう。まあ、奴は黒だよ。夜6時頃、女と手をつないでアパートに入っていくのを見たよ。そう、ありがとう名探偵さん。覚悟はしていたけれど、さーっと頭から血の気が引く。心のどこかでまだ夫を信じている自分がいたのだと思う。アパートの外階段を静かに登り、部屋の前に立つ。中は暗い。そっと鍵を開けると、パシャパシャと水の音が聞こえた。
どうやら楽しいお風呂タイムらしい。玄関には夫の革靴の隣に女物のロングブーツ。もちろん私のものではない。兄が写真を撮る。今のうちにリビングを見ておいで。俺は寝室を覗いてみるから。言われた通りにリビングに向かう。ダイニングテーブルには宅配ピザの残骸があった。逃げられないよう、二人の服とスマホは全部回収しておいたよ。兄が用意周到に準備を進めてくれる。あの人、贅沢だからって宅配ピザなんて絶対取らせてくれないのに。どんなに私が残業で忙しくても当てつけみたいに夕食を作らせたのに。買い物や料理の時間を省きたいくらいあの女とイチャイチャしたかったのね。ミキ。変なスイッチが入ったように不気味に笑う私に兄が登場したような、引いたような顔をする。行くよ、兄ちゃん。ピザを見て心が決まるなんておかしいかもしれない。でも、私にはなかった優しい心遣いを別の女に余すことなく使っていることがとてつもなく悲しくて許せなかった。もう情なんてひとしずくも残っていない。風呂場に向かって歩き、迷いなく扉を開ける。お湯加減いかがですか？うわ！知った男と知らない女の声が風呂場に響き渡る。誰よこの女。ミキ？どうやらこの女、ミキが妻だということは分かっているようだ。つまり、夫が既婚者と分かった上で一緒に風呂に入っている。心置きなく仕返しができるということだ。ありえない光景にアドレナリンがドバドバ出ている私は変なテンションでガンガン夫たちに絡みまくった。仲良く混浴なんて素敵なカップルね。記念に一枚お写真お撮りします。いや、やめて。慌てる二人に問答無用でカメラを向けて連写しまくる。後ほどメールでお送りしますね。お客様のスマートフォンをお借りします。あ、お洋服もクリーニングに出しておきます。サービスなのでお代は結構です。勝手にスマホを触るのは犯罪かと思い、一方的に了解を得る。まあ、人の裸を撮ること自体犯罪かもしれないが、この際構うものか。また扉を勢いよく閉めて、リビングで夫のスマホをいじる。ロックをかけていないのは私がかなり舐められていたのだろう。まあ確かに気づかなかったけれど。待てよ、ミキ。我に帰った夫が風呂場のドアを開ける音がした。こんばんは。私の代わりに脱衣所に立っていた兄と遭遇した夫が女子のような悲鳴を上げる。着替えもこちらにあるし、しばらくは出てこれないだろう。その間に夫のスマホから証拠になりそうな LINE や写真をすべて転送した。女の両親らしき電話番号も控えた。証拠を集め終わった後、二人に服を着せて尋問を始めると、夫は開き直ったように嘘をつきまくった。今日が初めてだとか、女とはプラトニックだとか、俺をないがしろにして仕事ばかりしているお前が悪いとか、ずいぶん前から不貞を働いていた証拠がザックザクあるのに、往生際の悪い男だ。義両親との旅行を偽装するなんてすぐにバレる嘘をつくくらいだから、私なら丸め込めると最初っから見下されていたのだろう。浮気相手の女は夫の仕事場の後輩らしい。彼女も夫をかばうようにその腕に巻きついて私を睨みつける。奥さんがダーをいじめるから悪いのよ。私だったらダーを心から愛してあげられるもん。ダーってなんだ？ダーリンの略？それともダーティーさんの略かしら？夫は感動したように潤んだ瞳で彼女を見つめる。ああ、気持ち悪い。あなたたちの気持ちはよーくわかったわ。夫とは別れてあげる。本当？キラキラした瞳で女が私を見る。その代わり慰謝料はもらうからね。ひどい。そうやってお金にがめついから捨てられるんですよ。
ひどくても捨てられても結構です。明日あなたのご両親にも連絡するから覚悟してね。両親は関係ないじゃないの。自分勝手な彼らを無視し、二人が風呂で騒いでいる間にまとめた荷物を持って家を出る。外の冷たい空気に触れると頭も心もすっと冷えた。我に返るとハイテンションであの場を乗り切った自分が少し恥ずかしい。そんな私のことをお見通しなのか、兄がポンと私の背中を叩いてくれた。頑張ったな。お兄ちゃんもありがとう。口も挟まず、ずっと隣にいてくれた兄にとても助けられた。でも戦いは始まったばかりだ。優しい義両親に報告することは辛いが、結婚生活を維持していく気なんてとてもなかった。次の日から離婚の話し合いが始まった。まずは私の両親と義両親を呼んだ。自分たちの親孝行と偽って浮気をしていた息子に義両親は大激怒。そして、申し訳なくなるくらい私に謝罪してくれた。対する夫は相変わらず謝る姿勢すら見せない。女のくせに俺より出世して生意気だ。あの女は俺を立ててくれた。女としてあいつが優れている。お前なんかこっちから捨ててやる。出張や残業と言いながらお前も浮気していたんだろ。お互い様じゃないか。そんな最低すぎるセリフで私を罵った。出張先で私が女の先輩といたところを見ていた義両親はもちろん夫を信じなかった。ただただ息子の代わり用に顔を青ざめていた。私の父は拳を振り上げようとしたけれどやめた。父の手を汚さなくても私は夫に勝てる。だってこの人は自分の立場を全く理解していないから。わかりました。慰謝料はこれくらいいただく予定です。200万と書かれた請求書を夫に見せる。結局金か。いいよ、それくらい払ってやるよ。あと、私が結婚前から持っていたものや、お祝いとして両親に買ってもらった家具、電化製品は全部いただきます。ああ、持っていけよ。あ、電化製品ってどれかわかっています？掃除機とかケトルとかだろ？あと、オーブン、テレビ、冷蔵庫、パソコン、洗濯機です。そうだったが？私の名義で買った車も返してもらいます。え？この部屋も私名義で借りているので、3日以内に出て行ってください。ちょっと待て。あ、汚いベッドはいらないので弁償してください。そのマットレス50万円でしたから。なんでそんな高いやつ買ったんだよ。だって、腰が痛いってあなたがうるさいから、ベッドにはお金をかけたの。そんなことも忘れたの？私や実家が特別お金持ちだったわけではない。堅実に頑張ってきた努力の結果だ。実家暮らしだった夫が、一人暮らしの私のところに転がり込んで、私の買い揃えたもので生活するのも別に良かった。大切な家族だったから。でも、もう家族でも何でもない。お父さん、お母さん、よろしいでしょうか？もちろんだ。それはミキさんの当然の権利だよ。こんなによくしてもらっていたのに、最低な仕打ちをした愚足が悪い。本当にすまなかった。ゆういち？あんたなんてもう息子だなんて思えない。帰る実家なんてないと思ってね。そんな。両親の絶縁宣言に、さっきまでの威勢はどこに行ったのか、魂が抜けたように夫がへたり込む。後先考えず、欲望のままに浮気していたのだろう。こんなに頭の空っぽな人が自分の夫だったなんて情けなくなった。予告通り、浮気相手の女にも慰謝料を請求した。こちらもキーキー言っていたけれど、彼女の両親が常識のある方だったのが救いだった。彼女は開き直って、お金のことしか考えられないかわいそうな人、とドラマのようなセリフを投げつけた。イラついたけれど、同じ土俵に上がるのはプライドが許さなかった。
きっと報いが訪れる。そう思って耐えた。私の予想は当たり、その後の二人は転落する一方だったらしい。あの女は親に感動されて実家を追い出されたらしく、元夫と二人で部屋を借りて住み始めた。でも、お金も家具も家電もなく、ローンを組んで新生活の準備をするしかなかった。こうしたいきさつが会社であっという間に噂になった。最初は堂々としていた二人だが、周りの冷たい視線がどんどん強くなり、次第に元気がなくなっていった。もともと、合いびきばかりに忙しく仕事もできなかった二人に、さらに不誠実というレッテルが貼られたようだ。重要な仕事を任せてもらえるわけがなく、給料も上がらない。その少ない給料からローンや慰謝料が引かれていく。全く幸せになれない現状に、二人の関係はギスギスしている。元夫をあんなに持ち上げてくれたあの女も、今は罵倒しかしてこない。別れたいけど、出ていく金もない。そんな状況らしい。なぜ私が二人の事情に詳しいかといえば、元夫本人からちょくちょく連絡があり、直接愚痴られたからだ。慰謝料を減額してほしいのか、復縁して私の部屋に転がり込みたいのか、どっちにしても受け入れる気はないし、ざまあ見ろとしか思わなかった。一方、私は仕事の邪魔もなくなったので、せいせいと仕事に打ち込んでいる。あの時、私の背中を押してくれた先輩とは、バツイチ仲間で週末飲み歩く関係になった。営業先でずっと私のことを好意的に思ってくれていた人に声をかけてもらった。まだ誰かを好きになれる気はしないけれど、これからは自由に恋愛してもいいと思うとちょっとワクワクした。離婚したら罰がついて人生を否定されたような気持ちになると思っていた。でも、そんなことはない。結婚していた時より自由に仕事をして、気の合う人と過ごして、今私は最高に楽しい日々を過ごしている。嫁が家事も育児もしないから俺がやってるんですよ。隣に住む美人の奥さんに鼻の下を伸ばしながら、イケシャーシャーと嘘をつく夫。ゴミ捨てもろくにできない。普段はズボラ。そのくせ亭主関白のあんたが、イクメン気取りなんて100年早い。そんなに家事が得意って豪語するなら、ぜひ一度ご自分でやってみればいいでしょ？絶対にあんたは何もできないって私が証明してやる。私の名前はユキ。8月に生まれたのにユキと名付けられた38歳だ。おかげで異常気象というあだ名をつけられたことがある。失礼な。今日はそんな私の異常な結婚生活について話したいと思う。当時の私はまだ20代。夫、ケンと結婚し、義母と同居するという結婚生活にもようやく慣れてきた頃だった。私たちは3年の同棲生活の後、できちゃった結婚を果たした夫婦だ。同棲時代は食事は私、掃除は彼といったように、家庭内の分担もちゃんとできており、生活には何も問題はなかった。だから結婚生活で問題が生じるなら、新たに増えた義母の存在くらいだろうと思っていたのだが、もう、なんでケンちゃんはトイレを流し忘れるの？悪い。会社のトイレが立ち上がったら自動で流れるからつい。そんなことある？結婚をしたことで何か精神的に緩んでしまったのだろうか。同棲中はとても綺麗好きだった夫がものすごくズボラになってしまった。トイレットペーパーはたとえ芯まで使っていてもホルダーから外さず放置して私がいつも芯を捨てているし、冷蔵庫の牛乳は 1ml くらいの振ったらパチャッという程度の分量を残して冷蔵庫に入れっぱなしにしている。どちらにも共通して言えることだが、
さっさと捨てろ。会社で飲んでいたペットボトルも飲みかけのまま冷蔵庫に3本も4本もストックしてあるし、あいつはカビ農家でも始めたわけ？やりたい放題すぎて、日に日に夫に対し、私が厳しく叱るようになったのは言うまでもない。夫はそんな私のことを鬼嫁と呼ぶようになった。以前会社の人からかかってきた電話で、女は結婚すると表変するよな。妊娠中のせいかもしれないけど、騙されたよ。と話していた時は、そのままベランダだから吊るしてやりたくなった。結婚してすっかり変わったのはあなたの方でしょ？しかし義母には、ズボラがあの子の本性だと言われた。おまけに夫は、以前の恋人にもズボラが原因で振られたそうだ。私の前では猫をかぶっていたのだろうという。知ってるんだと思ってた。なんだかごめんなさい。と、義母は申し訳なさそうに私に謝った。義母は何も悪くない。なんなら妊婦の私を気遣い、率先して家事を手伝ってくれる。一方夫は、今日も今日とてソファーに脱ぎたての靴下を干していた。ソファーは洗濯かごじゃない。そんな日々が続き、いろいろありつつも、私は娘の美和を出産。心を切り替えて、夫とこの子を守っていこうと決意した矢先。産後、病院から戻ると、夫が半笑いで、ごめん、母さんに見せたら怒られると思って、と、着用済みの洗濯していない服を山盛り出してきた。気がついたら溜め込んでいたらしい。理由はない。これには義母が、ゆきさんは産後でボロボロなのよ。いい加減にしなさい。と激怒し、てこでも動かない夫の代わりに洗濯をしてくれた。家庭円満のためにも夫教育が必要かななんて顔に青筋を立てていたら、夫は私や義母が子供から手が離せないのを見て、俺と子供のどっちが大事なんだ？俺はこの家の主だぞとのたまうようになった。俺はもう何もしないからなと勝手に逆ギレしてからは今まで以上に何もしてくれない。食事の際、一人だけ晩酌をしているにもかかわらず、酒持ってきてくれと授乳中の私に頼むし、一番最後に食べ終わるのに食器を流し台にすら持っていかず、そのまま寝室へ戻ってしまう。あまりにもムカッときたので、子供も生まれたんだから、子供から尊敬されるような行動をとってくれと頼んでみたら、俺の行動が尊敬されないって言いたいのか？俺は男なんだから、台所なんて立たなくていいんだよ。亡くなった俺の親父もそうだった。と、自分の実家のローカルルールを持ち出してドヤ顔で説教された。このセリフで、なるほど、義母が私を助けてくれているのは、自分が亭主関白夫に苦労したからなのか、と妙に納得した。時代錯誤なお父様をお持ちで。そんなある日、私は風邪をひいて39度近い熱を出し、3日ほど寝込んでしまった。義母が海外しく看護してくれて、感謝してもしきれないほどだったのだが、仕事から帰ってきた夫の言葉に、私は唖然とした。あれ？何寝てんの？俺、明日グレーのスーツ着るから後で出しといてよ。私は発熱したことを朝夫が出勤する前に伝えている。今日は家のことは何もできないから、よかったらお母さんのサポートをしてほしい、と言ったはずだ。義母は絶対に弱音を吐かないが、実は少し膝が悪い。無理をしているのは知っていたからこそ、私が倒れた今、息子である夫にサポートして欲しかったのに。私熱があるの。39度。もう喋るのもしんどいくらいなの。そんなことできない。そうなの？大丈夫？そういえば、俺もなんか体調悪いんだよな。すげえだるいんだよ、朝から。風邪かな。絶対元気なくせに、俺の方が大変そうだろとアピールをしてくる夫にイラッとしたが、
自分に余裕もないので無視をした。そういうわけだから、あとよろしくね、とだけ伝えて。翌朝、目が覚めて携帯を見てびっくりした。やっぱ熱あったみたいだわ。もう無理、しんどい。と書かれたメールに体温計の写真が添付されていた。体温計の表示は36度8分。もう一通届いていた。なかなか下がらない。平熱が低いから辛いんだよな。しんどいわ。こちらの写真の体温計は36度7分。ちなみに夫の平熱は36度6分だ。さらにもう一通届いていた。体温が安定しないんだ。重篤かも。体温計の温度は36度6分。むしろ感知しているのだが、誤差の範囲レベルの温度を熱だとわめき、私の高熱にマウントを取らんばかりにメールを送りつける夫にゾッとした。おまけにトイレのついでに居間に向かうと、仰々しくマスクに冷えピタをつけた夫が、俺も今日は休むわ。体調が悪い。ごめんけど、後で桃缶買ってきて、あれじゃないと食べられない。と言ってきた。私が元気だったら、桃缶で200発くらいオーダーしてやるのだが、当然無視したら、私が怒ったと思ったのか、ご機嫌取りにゼリーを持って寝室に入ってきて、食わせてやるから起きろと叩き起こされた。自分の体調が悪くても妻をいたわるのが夫だからな。ほら、食べろ。そう言ってゼリーをすくったスプーンを差し出す夫。どうでもいいから寝かせてほしい。思わず、ごめんけど今何かを食べるのも辛いから放っておいて。とガラガラの声で伝えたら、お前ってやつはすぐそうやって優しさを無下にする。妻のくせに。と怒鳴られてしまった。その後は延々とお説教タイムだ。その元気を分けてほしい。これじゃあ治るものも治らないと思っていたら、義母が気づいてくれたようで、夫を居間に連れ帰ってくれた。だんだん夫への気持ちが冷めていることに見て見ぬふりをしていたら、うちのマンションの隣の空き部屋に、私たちと同い年の夫婦が越してきた。しかもこの家の奥様、ものすごく美人なのだ。ちょうど流行りの女優に似ている顔立ちで、女の私から見てもうっとりする人だった。旦那さんもイケメンで、育児にも協力的。しょっちゅう公園で子供と遊んでいる。うちとは何から何まで大違いで、爪の赤と言わず、あの旦那さんから出るすべての不要物を煎じて夫に飲ませてやりたいくらいだった。しかし、隣の芝生が青く見えていたのは私だけではなかったようで。夫はあろうことか、お隣の奥さんにお熱だった。まあ、本気で惚れているわけではなく、アイドルを見るような気持ちのようだったので放っておいたのだが、このことを機に、夫が子供を抱っこしてどこかに出かけることが増えた。どうやらまだ公園遊びもできないふにゃふにゃの我が子を連れて行って、お隣の奥さんと話しているようなのだ。お隣同士ということもあって、私も奥さんとはママ友となり、子供のことなどを話すことも増えたのだが、ある日こんなことを言われた。旦那さんとっても素敵ですよね。子育てにも協力的で、うちの旦那にも真似させたい。と。それならうちの旦那とそちらの旦那さんを交換しませんかと言いかけたのは秘密である。思わず、家では全然何もしないんですよ。と答えてしまったが、奥さんには謙遜と思われたようだ。どこもそんなものですよ。と笑われてしまった。いやいや、あなたの旦那様は今も自分のお弁当を作ってるんでしょ？うちの夫はお弁当を私に作らせた上で、なんでハンバーグが冷凍食品だったの？手作りにしてくれなきゃ食べられない！と完食した上で不満を言うようなやつですよ。なんて事実を言っても面白いエピソード扱いだろうな。夫は奥さんと会うたびに子供が好きなんですとか、今は男も育児をすべき時代ですから、など、
どの口が言うかというようなイクメン気取りの言動を繰り返していたようだ。そのため、奥様にとって夫の印象はかなり良くなっていた。夫の本性を分かってもらえず、悔しくてついジレンマを覚える。この年の夏は本当に猛暑で、車の免許を持たない私は買い物に行くだけで熱中症みたいになることが多々あった。そのせいだろうか、私は買い物中に倒れてそのまま搬送された。過労だそうだ。自分でも専業主婦が過労になるのと思ったけれど、よく考えたら産後から授乳や夜泣きで3時間も寝ていないし、熟睡もできていない。いつも周りの音が聞こえていた。家事はお母さんが助けてくれているとはいえど、買い物は私の担当。その上、高熱の時も夫のせいでろくに休めず、熱が下がった後も咳だけがしつこく残り、睡眠を妨げていた。確かに、肉体を酷使することは多かったのに、疲れに鈍感になるレベルにまで疲弊していたので、倒れたのは必然だろう。数日間の入院中、夫からは何の連絡も来なかった。お母さんからは、こっちのことは心配せずに休みなさいと言われているので、遠慮なくしっかり休ませてもらっているが、少しお母さんのことが心配になる。ただでもお前も家のことを手伝いなさいと頻繁に夫と喧嘩していたし、家のことが気になりっぱなしで休んだ気があまりしないまま迎えた退院日。その日は夫も会社を休んだようで、義母と一緒に私を病院まで迎えに来てくれた。家に戻ったら気持ちを切り替えて夫ともうまくやっていけるといいな、と思っていたのだが、自宅に帰ってから2日目のこと。義母の命令でゴミ捨てのみ担当している夫。トイレや寝室のゴミ箱を無視して台所のゴミしか集めてないことに気づき、私は慌てて追いかけた。すると、少しだけ開いた玄関の隙間から夫が楽しそうにお隣の奥さんと談笑している声が聞こえた。私が扉を開けたことにも気づいていないようだ。思わず扉を全開にすることをためらって扉の開きを狭めた。別に浮気現場じゃないのだから堂々と割って入ればいいのだが、寝起きのままの姿であの綺麗な奥さんと会うのはやや気が引けた。自分がゴミ捨て担当の時ならきちんと身なりを整えているのだが、ぐぬぬ。すると、本当に旦那さんはしっかりしてますよね。この間もお子さんを日光浴に連れて行ってたでしょ？そうですね。嫁が家事も育児もしないから俺がやってます。でも大したことないですよ。それに家事も育児も楽しいですしね。わあ、素敵。イクメンじゃないですか。理想の旦那さんですね。いやー、それほどでもないですよ。妻にも怒られてばかりで。こんなにやってくださるのに？それは大変ですね。昔は優しかったんですけど、結婚してからすっかり鬼嫁ですよ。それならうちの夫も私のこと鬼嫁と思ってるかもな。いやいや、奥さんは妻の鏡って感じじゃないですか。いつも笑顔だし優しいし。気持ち悪いですかね、こんなこと言われて。もちろん下心はないですよ。わかってますよ。やだな。普通に聞けば世間話だ。しかし、夫が話しているのは嘘で塗り固めた私の悪口だ。家事も育児もやった末に私は過労で倒れたし、お前はたった一つ任せられたゴミ捨てすら満足にできていないじゃないか。子供のことだって私に許可なく子供を連れ出して、やべえ、漏らされた。俺風呂入るからおむつお願い。と、おむつ交換だけを私に押し付けたくせに。子供を抱っこするだけが育児じゃないんだぞ。私だってできることならいつもニコニコした奥様になりたかったわよ。鬼嫁にしたのあんたじゃない。私がイライラしている間に、夫は奥様との話を終え、満足げにその場を去った。そのまま出社するのだろう。後で自分が集め損ねたゴミを、病み上がりの妻が捨てに行ったとも知らずに。
思わず玄関の扉をバンと音を立てると、お母さんが後ろに立っていた。あ、すいません、うるさくして。今すぐ家を出なさい。え？私がきょとんとすると、今の全部聞こえてたわ。あの子、私たちがどれだけいろいろ苦労してるか全くわかってないのよ。と、お母さんが私以上に怒り始めた。きっと私の育て方がきっと悪かったんだわ。それに関しては本当にごめんなさい。でもあんなにクズ息子だったとは思わなかった。ズボラなだけならまだ可愛げもあるし、直す余地もあるけど、いつの間にか人としても最低な男になってたわね。口を開けば出るわ夫の悪口。どうやら私が入院している間に、今までは義母と私の二人で分担していた夫のわがままが全部義母に覆いかぶさったことでストレスを溜めていたらしい。先ほど隣の奥さんと夫が話している会話を聞いて、その怒りが頂点に達してしまったようだ。義母曰く、夫は私の入院中もずっとあの調子だったらしく、嫁が家事も育児もしないんだけど、子供が熱を出したから俺が面倒見なきゃいけない。会社を休ませてくれ。などと会社に電話してずる休みをしていたらしい。家では亭主関白よろしくやりたい放題の夫が、外ではすっかりいい夫面をしているのが腹立たしい。この嘘つきめ。この際、何もかもかなぐり捨てて、義母とこの家を出るのもありだな。と心の中で悪魔の私が囁いた。その後、私は義母と共に家を出てホテル暮らしを開始した。ちなみにホテル代は義母がこっそりくすねてきた夫のへそくりから捻出されている。使っていいのか両親がいたんだが、どうやらもともと義母が生活費として夫に渡していたお金らしい。夫がそれを私に渡さず猫ばばしていたというわけである。ならばバンバン使おうじゃないか。こうして私たちが家を出た夜、仕事から帰って誰もいないことに気づいたらしい夫から携帯に連絡が入った。おい、ユキ、母さんも一緒か？どうした？何があった？事件や事故に巻き込まれたとでも思っているのだろうか。お母さんもいるわ。二人ともいつもより幸せに暮らしてるから心配いらないわよ。は？あなたが今日、お隣の奥さんと話してたのを聞いたわ。鬼嫁はもうその家にいらないでしょ？美和も私も、当分お母さんと三人で暮らすから。いや、待てよ。誤解だって、あれは。何か誤解だというのか、この耳で聞いたのに。と思いつつ、私は夫の言い分を無視して一方的に電話を切った。しかし、すぐさま夫から電話がかかってくる。着信拒否にしたいが、一応夫だからな。様子も見たいので、その夜は電源を切ってやり過ごした。翌朝、大量の不在着信が入っていたことは言うまでもない。家を出て3週間が過ぎた頃、見慣れない番号から電話がかかってきた。もしもし？あ、ユキか？まさかの夫の声に、脊髄反射のごとく、通話終了ボタンを押しかけると夫が、待て、切るな！と電話越しに叫んだ。嘘つきに亭主関白属性。果てには投資能力まで身についたのこいつ。まあしばらくの間、ずっと無視していたから、それで察しただけだろうけど。なんのよ？謝る気にでもなった？家が燃えた。は？聞けば夫は焼き芋を作ろうとして電子レンジで複数個加熱。焚き火と違って火が通りづらいだろうと考え、かなり長めかつ個数分で倍にした時間を設定したらしい。しばらく時間がかかるからとそのまま外出し、見事レンジが爆発。その際に一部引火し、家にいて気づけていればすぐに消火できたのだろうが、外出したせいでボヤを起こし、スプリンクラーを作動させてしまったという。さつまいもや肉まんは長時間加熱しちゃいけないのに。東京消防庁あたりが注意書きを出して、起こりそうな事故で思わず笑ってしまった。
家事をやろうとして家事を起こした。寒いって？いや、ごめん。もう俺無理だよ。家も当分住めないし。お前らどこかで一緒に暮らしてるんだろ？俺もそこに置いてくれよ。謝るからさ。いやよ。あれだけ家事をやってるって豪語してたくせに、たかが数週間一人で暮らしただけで家を燃やすなんて、一周回って才能があるわ。いい機会だから一人で生きてみなさいよ。その前に俺が死んじゃうだろ？もう俺には無理だよ。家事なんてできない。それはまあ、自業自得ってことで。アーメン。仮にも夫に向かって冷たくないか？だって鬼嫁だもの。でも離婚するつもりでいるから、もう嫁じゃなくなると思うわ。今度話し合おうね。夫が電話越しにいろいろ言っていたのが聞こえたが、横から義母の手が伸びてきて、貸してと言われたので、私は携帯を義母に託した。ケン？音が漏れてたからだいたい状況は分かったけど、家が燃えたんですって？私たちの荷物はもう運び出してるから心配いらないわよ。母さん？いや、俺が言いたいのはそういうことじゃなくて。いい機会だから、ちょっと一人で生きてみなさい。あなたとユキさんが離婚したら、私もしばらく姿を消すから。はぁ？義母は一方的に夫へ話し終わると、すっきりしたような顔で電話を切った。夫はきっと全くすっきりしていないだろうけれど。それから半月ほど、夫のへそくりがなくなるまでは、ホテルで悠々自適な生活を送った。その間に物件を探し、話し合って、私と義母は、今後も共に暮らすことになった。義母からの提案だ。というのも、今後、私が離婚するとなれば、働きながら子供を育てることになる。生まれたばかりの赤子を抱えたシングルマザーを雇うような会社はほぼないだろう。そこで義母が、ユキさんが嫌じゃなければ、息子の分まで私が父親代わりを果たす。と言ってくれたのだ。そのため、物件も本来なら無職のシングルマザーに貸してくれるところは少ないが、義母のつてで、それなりの物件を紹介してもらうことができた。義母様々である。夫とは一度話し合いの席を設けた。家のことなどでストレスが溜まっていたようで、首相に、俺が悪かったから戻ってきてくれ、と心から謝られたが、戻ることはしなかった。人の心はそうそう変わるものではない。私が彼の元に戻れば、どうせこいつは俺から離れられない、とでも勘違いしてつけ上がることだろう。それは元の木阿弥だ。鉄の覚悟で離婚の意志を貫き、無事夫と別れることができた。ちなみに、ぼや騒ぎで、お隣の奥さんにも迷惑をかけてしまったらしく、ついでに家事もできない男という本性がバレて、かなり軽蔑されたそうだ。見慣れない携帯電話の番号は奥様のものだった。電話のやりとりの様子もすべて見ており、反省した方がいいと思いますよ、その性格、と吐き捨てられたらしい。他のご近所の方からも火を出したことで白い目を向けられ、家が元に戻った後も、大家からは、できれば出て行ってほしいと圧をかけられて、夫が家を追い出されたのは言うまでもない。仕事はあるので、次の家は見つかるだろうが、果たして長年私と同棲生活を送り、家事をろくにしてこなかった夫がまともに暮らせるのか、見ものである。その後の引っ越し先でもフライパンを空焼きして、またぼやを起こしたらしいし、もしかしたら家を燃やした数でギネスに乗るかもな、なんてね。夫から離婚の際、義母の居場所を知らないかと尋ねられたが、私は何も知らないことにしている。義母は夫がまともになってから自分の居場所を伝えるつもりらしい。私たち二人が同居していることを夫が知る日は果たして来るのだろうか。来ないだろうな。一方、私の方は子供が小学校に上がるときに別々に暮らそうかと義母から提案された。別れた夫の母親など邪魔だろうと思ったらしい。しかし私にとって義母はもう元夫の母というよりは人生の先輩、年の離れたお姉さん。
あるいは同志みたいなものだ。一緒にいてくれる方が私も心強いし、子供もおばあちゃんに懐いているので、今度は私からぜひこのまま一緒に暮らしてほしいですと頼み込んだ。そのため、現在も夫には私たちの居場所を黙ったまま、義母と同居生活が続いてる。少し特殊な家族関係にはなったけれど、こういうのもありだと思う。家族は協力し合ってみんなが笑い合えるのが一番だ。夫選びには失敗したが、義理の家族は大当たりだったな、なんて思う今日この頃だ。My name is Misa. Right now, in front of me is cold, stale white rice, miso soup with what look like weeds floating in it, and scorched chicken. Come on, Misa-san, please enjoy your meal. Smiling at me is my husband's mother. In other words, my mother-in-law. Ah, my dear. Mom made this for us, so let's eat it. I'm getting frustrated with my husband's carefree attitude as he talks to me with such a brave smile. How on earth did it end up like this? The story goes back to when I got married. My husband and I got married after 2 years of dating. It was a very ordinary workplace romance. My husband was a serious and honest person, so I had no doubts about getting married. However, on the day of our wedding announcement, my husband suddenly said this. The truth is, I'm an only child. Yes. But no, I thought that my mother would be lonely about my marriage. I had no idea what he was trying to say, so I just answered yes. I never thought this would be so strange. I was stupid for not realizing it. And then we arrived at my husband's parents' house. My husband's parents welcomed me warmly. Misa-san, please take care of our house. My father-in-law, who works as a driver for a drugstore, is a straightforward person who hates crooked things. And my mother-in-law, a calm and kind-looking housewife, smiled and smiled at the news of our marriage. But when are you planning to come? Hato's sudden words left me in a state of confusion. You see, the price of moving varies greatly depending on the time of year and the conversion rate. I think it's better to move early before it becomes a busy time. That's true. Misa-san, please take care of us from now on. My parents-in-law continued to talk despite my confusion. What do you mean by moving? My husband cleared his throat lightly next to me as if to cut me off from what I was saying, unable to understand the situation. Misa, the umbrella also said this, so let's make plans early. Ahaha. It seems that I have no choice but to go along with the conversation here. After we were alone, I questioned my husband harshly. What do you mean? Why are we living at your parents' house? Because I'm an only child. If we get married like this, my mother will feel lonely. My father is often away from home because of his job, so I thought it would be a shame. My father-in-law is a truck driver. He drives long distances, so I had heard that he could come home once a week. Even so, I couldn't accept such a deceptive declaration of cohabitation, but I couldn't decide such an important thing on my own. I wanted to live with Misato, but my mother was crying to me, so I had no choice. Let's try living together for a trial period of 3 months. I think I should have reconsidered the marriage at this point. But I had already told my company and friends about the marriage,
and it would be too embarrassing to break it off now. I really loved my husband, and my mother-in-law seemed like a nice person, so I thought it might work out. That's what I decided. Yes, for now, it's okay for 3 months. Of course. If Misa says living together is too hard, let's rent an apartment together. Yes, I understand. So I agreed to living together. But this was the beginning of the daughter-in-law war. Both my husband and I are early risers. I leave the house at 7 o'clock every day, so I wake up before 6 o'clock and have breakfast, but every morning when I go to the kitchen, my mother-in-law has already started preparing dinner. Good morning, Mom. Can I help you with something? Nikado completely ignores me and continues to eat in silence. She sometimes treats me as if I don't exist and gives me a small slap. Shukudo says that he gets up at 4 o'clock every morning to start doing housework. Getting up early in the morning is wonderful and worthy of respect. On the first day, Misa-san will be busy with work, so please leave the housework to me. That's what she said, but I couldn't just say yes. So I was planning to get up at 5:30 and start preparing dinner with Shukudo, but Shukudo's ignoring attacks began the day after we started living together. Was she annoyed that I, her daughter-in-law, was getting up later than her? Or was it not good that I left the meal preparation to her? I could think of many reasons, but my mother-in-law would not talk to me, so I had no idea why. That mother, what can I do? That noisy mosquito. I muttered to myself like that, and she looked at me coldly. I was shocked to find out that my mother-in-law, who used to smile so brightly, was such an unpleasant person. I thought I would talk to my husband about it. But when my husband got up and we all had breakfast, my mother-in-law was smiling as usual again. Misa-san, how does it taste? Do you like it? I changed the soup stock a little today. Is it delicious? There are refills, so please eat as much as you like. I felt even more uncomfortable that my mother-in-law, who was now caring like a mother, had completely changed from before, but then I suddenly realized something. If she only ignores me when we are alone, then why don't we never be alone? If she just ignores me, then I should just ignore her too. Fortunately, my husband and I only ate at breakfast with my mother-in-law. We often had to work overtime for dinner, so I rarely had to meet her at night. My husband and I shared the cleaning and cooking duties, and she never said anything about it. When I was with my husband and father-in-law, she never showed any signs of weakness and played the role of a kind mother-in-law, so it was actually easier to deal with her. Living together isn't easy, I thought to myself, but Shito was one step ahead of me. One day at breakfast, I took a sip of miso soup and noticed something was wrong. The saltiness was like seawater boiled down several times, stimulating my mouth. Misa, are you okay? What's wrong? Misa. My husband and Shito looked at me worriedly. But I didn't miss it. My mother-in-law grinned and said, I'm sorry, but I'm sorry. This miso soup is a little spicy. When I said that, my mother-in-law immediately took the bowl away. Maybe I saved the miso that hadn't dissolved yet. I'm sorry. She said she'd pour it again, and threw the miso soup I was drinking into the sink and poured in a new one. Mom, you're really caring even if you don't go that far. My husband smiled with a smile, but I looked at my mother-in-law with a blank look. I see. So that's how it is. Yes. I think it'll be okay this time. I'm really sorry.
The next miso soup handed to me by Nakato was so bland that it seemed like water. I no longer had the energy to point it out, so I drank it in silence. Furthermore, Misa, from now on, Mom will prepare dinner for you. Misa, you always seem to have a hard time at work, so if there's anything I can do, I'd like to help you. So please let me make dinner too. Shito declared with a smile as usual. No, I feel bad for her to go that far, so I hurriedly decline. I can see through the feelings of the mother-in-law and the mother-in-law. It's okay. Don't be shy. It's fine. Mom says so too. Oh, well. The purpose of the mother-in-law is to mind for my meals. But there's no way she'll believe me if I say that here. I just let it go, and from that day on, the mother-in-law was in charge of our dinner. When I got home late from overtime, my meal was laid out on the table, covered in plastic wrap. It was a perfect dish, a bowl of meat, ginger, crab, and herb rice, but half of the meat was still uncooked. The rice was so sweet that it melted my teeth, and there was something mysterious mixed in the back of the bowl. This is terrible. No matter how you look at it, I have to report this to my husband, who is resting in the bedroom, right now. Just as I was thinking this, Yazaki Shito appeared like a ghost and silently began to discard the meal he had prepared for me. I wonder if she was watching me from the shadows all this time to cover up the evidence. What are you imitating, Mom? As usual, she decided to ignore me. But her face was brimming with Zou. This person hates me. That was the moment I was sure. After that, my meals often contained meat that was obviously spoiled or rice that smelled sour. This happened many times, and I was at my limit, so I consulted my husband about what had happened so far, but Misa, you know, they say that the taste of food changes depending on the feelings of the person eating it. It's not like it's dangerous to eat the eyes of potatoes. It's only love that Ohi-san is as sweet as sugar. But my husband seemed somewhat dissatisfied with my words. And then he said this. Are you jealous of your mother? Yes. Because your mother is kind and has a kind nature that does housework perfectly. That's why I wonder if Misa is jealous. That's why you're saying things that belittle your mother. I almost gave up on him. I know you're trying your best. There's no need to be so hasty. You just need to become a good wife little by little. He spoke to me as if he was a good husband who understands his wife. Was this person really that hard to communicate with? I felt like I was married to an alien. Oh, I'm sure my mother has severe chronic kidney disease. So maybe she's insensitive to smells and just happened to mix in those ingredients by mistake. Well, she didn't mean any harm. It's not a contrived story. Is that really what you want to say? But my husband just concluded it. Anyway, my mother does everything, so Misa can just live her life as usual. I'm happy to eat my mother's delicious food every day, and I'm not dissatisfied. I'm fine with you not being dissatisfied. The only thing that's delicious is your food. But I felt that getting this person to understand my feelings was harder than teaching a chimpanzee English. I was so exhausted that I decided not to touch my mother-in-law's cooking. But she took further measures. Misa-san, you haven't been eating at home lately. I wonder if you don't like my cooking. This time, she complained to my father-in-law, not to my husband. I was told by my father-in-law. Misa-san, please try some of her cooking.
She was told that it was a little rude to not touch a bite of the food that she had prepared. I'm sorry. I've been feeling unwell lately and I don't have an appetite. That's how I got through it. Because there is no evidence that my mother-in-law has been harassing me, I will be treated as a villain in this house because I have no allies. I will get conclusive evidence and make that demon scream. My investment in revenge was burning. One day, my father-in-law came home from work at dinner time, and the four of us had dinner together for a rare occasion. Oh, curry today. Mom's curry is delicious. It smells good. Looks delicious. Both my wife and husband look happy as they sit down at the table. Well, it's really weird that both of them are so hungry for curry. Misa and my mother-in-law started talking, and I managed to respond with a fake smile. Gift's husband seems to be starving, and he is engrossed in eating the curry in front of him. And a delicious plate of curry is placed in front of me. Come on, Misa, sit down. You must be hungry, let's eat. My mother-in-law continues. Misa, you're always tired, aren't you? I asked a friend who is good at cooking and put in some special spices that are effective against fatigue. I'm sure it will be delicious. Is that so? Then I won't say, itadakimasu. Because this curry is extremely strange. It looks normal, but it smells like a sharp pain in the back of my nose, like a tingling heat. Something is wrong. What's wrong, Misa? Do you not like curry? My mother-in-law looked at me with a deliberate expression. I could see the devil smiling in the depths of her eyes. No, that's not it, Misa. You're not hungry? Then I'll eat it. Just as my husband reached out, Misa stopped without making a move. Stop it. This is Misa's curry. I'll give you a refill. Saying that, she went back to the kitchen. There's something strange after all. This curry. Maybe it's poisoned? I tried to secretly switch the curry in front of me, which was 200% suspicious, with the plate of the mother-in-law so that my husband wouldn't notice. The curry of the mother-in-law was not as spicy as the previous one, but normal. This seems safe. Then, when my mother-in-law came back from the kitchen, she gobbled down the curry placed on her seat in one big gulp, and after a few seconds of silence, she yelled like a fire-breathing dragon. Mom, what's wrong, Mom? My mother-in-law, who had made such a ridiculous decision, fell off her chair and was in agony, sweating, snotting, crying, and squirting from every orifice. She would glare at me while uttering words that she couldn't put into words. But I gave her a grin with my teeth so no one else could see. My father-in-law, who realized that something was clearly wrong, told my husband to call an ambulance quickly, and my husband immediately called 119. The ambulance arrived in about 30 minutes. What on earth happened? The paramedics asked me about the situation, but I could only answer, well, after eating curry, I suddenly started suffering, and it's curry that my mother made herself, so there's no way I'm allergic to it. It was true. Anyway, we'll take her to the hospital. My father-in-law was with her in the ambulance, and my husband and I were left at the house. Mom, what's wrong? I told my worried husband. You'll know if you eat this, right? I put the curry my mother-in-law had eaten in front of my husband. Then my husband clearly showed deep pleasure from the smell. What's with this smell? My nose is burning. I wonder why my mother made something so spicy. Was she trying to make me cry? I glance at my husband.
isn't that right? This curry was originally brought to me. I took my plate and my mother's plate when I saw an opportunity. Huh? My husband probably doesn't know what's going on. He looks dumbfounded. So the curry my mother ate was the curry I was supposed to eat. If I had eaten it, I might have been taken away in an ambulance. So you did something terrible to my mother. This man is even more stupid than usual. Who did something terrible? Not me, but her, right? She was the one who tried to do something terrible to me. She didn't need to talk to me in such a formal way. She's my mother. I was shocked that that was the point of poking him, but it's a waste of time to deal with him anymore. Ah, you and she are strangers to me now. Huh? What are you talking about? I take out the divorce papers that I had carefully kept in my pocket. Why at a time like this, Misa, what happened to you? My husband's panic has reached its peak after being hit by a barrage of attacks that he doesn't understand. I realize that my love for my husband has already faded away. This man doesn't take me seriously even when I tell him about the harassment he is receiving from his mother, and he is still siding with his mother. There is no need for a man like this, no matter how you look at it. Let's get a divorce. I've already taken care of my family, so please be nice to me. Wait a moment. I'm not going to wait for you. I left the house with only the bare necessities. After that, I was able to divorce my husband. I thought there would probably be a fight, but it was surprisingly easy. My father-in-law was the driving force behind it. A man who can't even protect his own wife is not fit to be married. Break up. When I tried to manipulate my husband, he rebelled while crying. My mother-in-law was hospitalized. They did a lot of tests, but in the end, there were no major changes in my body other than my stomach being really upset and my blood pressure rising from the shock. The doctor was surprised because there was no sign of an allergic reaction or poison, but it was discovered that the curry actually contained death sauce and an extract of boiled bujalakia. My mother-in-law, who had a chronic condition, ate the curry without noticing anything strange because of the smell. And that was what happened. She was probably trying to have fun by eating something spicy and whining, but she didn't know how to handle it. What a stupid story. And the ambulance commotion spread throughout the neighborhood by lunchtime. Rumors like Nikata was trying to poison her on the way home, or that she was actually trying to kill her husband for the insurance money, or that her husband was violent and wanted to make her cry, are really scary. And my parents-in-law got divorced. My father-in-law was furious because of his past behavior and the curry incident. I heard that my father-in-law, who hates crooked things, decided to divorce her and did not waver at all. And Shito, who knows about his father-in-law's personality, understood that there was no room for excuses and agreed to the divorce. I heard that Shito is now living with her husband, but since the ambulance incident, my mother-in-law has become completely suspicious of people. She is scared of the rumors in the neighborhood and curls up in a dark room with the curtains closed. My husband contacted me once and said that my mother has changed and is now even abusive to me. He complained that it is hard to live with someone who talks bad about me. It's too late to find out now. Well, it's what I deserve. But I wonder why my mother-in-law hated me so much. I think the words of my husband, backquote, I'm an only child, so I think my mother will be lonely and jealous of her, are a hint that I was addicted to her today. As for me, I'm enjoying my special curry that I stewed for 2 days without worrying about anyone. It's spicy. But it's delicious. Ah, happiness.
In fact, neither my husband nor my mother-in-law knew that it was super empty. That ghost curry is actually my favorite food. I could have finished it in a few minutes. I managed out with them. But everyone should be careful with spicy food. Let's eat both in the right amount.「ちょっと花火してたら、犬が逃げちゃった。てへ」てへーでも笑い事でもない。旅行から帰ったら愛犬が行方不明と知らされて、私の目の前は真っ暗になった。と同時に、全く悪びれない隣人に怒りがこみ上げるのだった。私の名前はさよこ。35歳のパート主婦だ。夫と年長の娘と3人、平凡で幸せな日々を送っている。そんな我が家にはもう一人、いやもう一匹、大切な家族がいる。その名もベス。長くてふわふわな毛が魅力の犬。ゴールデンレトリバーの女の子だ。本当は室内で飼いたかったのだけれど、残念ながらそんな大きな家を買えないのが我が家のお財布事情。それでもなんとか庭付き一戸建てを手に入れ、晴れの日はお庭で、天候が怪しい日は家の中で過ごさせている。ベスはほとんど吠えることもない、とってもおとなしくて優しいいい子。もう6歳ということもあり落ち着いている。娘が生まれたばかりの頃は大丈夫かと細心の注意を払っていたが、今ではすっかり仲良し姉妹。いや、ベスからすれば最初は妹だったかもしれないが、今や私の娘かベスの娘かわからないくらいの関係な気がする。ベス、今日ね、園でね。いつも園から帰ると真っ先にベスに話しかける娘。微笑ましい光景に私は目を細めるのだった。そしてその細めた目が直後鋭くなる。ああ、まただわ。今日は天気が良いのでベスはお庭に出していた。園へのお迎えの往復におよそ30分から40分。出る前にはなかったから、その間に現れたであろう異物に私は顔をしかめた。庭に落ちていたのはお菓子の空箱。うちの娘が落としたものではない。こんなお菓子、買った覚えないもの。ビスケットが入っていたであろうその空箱には、今テレビでやってるヒーロー戦隊があった。娘はそのテレビを一切見てないし、興味もない。風で飛んできたとしても、紙切れならともかく、箱がそんなに飛ぶかしら、と、普通なら首をひねりつつゴミ箱にポイだろう。だが私はそうはしなかった。箱を拾い、庭から門扉を通って道路に出て、そのまま隣のお宅へと向かった。ピンポンと鳴らせば、なーにと、気だるげな奥さんの声。すみません。隣のものですが、ちょっとお聞きしたいのですが。そういえば、返事もなく、ブチッと通話が切れる音がした。しばらく待ってると、バンと大きな音を立てて奥さんが出てきた。明らかに不機嫌そうに目を細めている。なんなのよ一体。こっちは疲れて寝てたとこなんだけど。すみません。この空箱をご存知ですか？はぁ？知らないわよ。すっとぼけてるのか知らないが、そんなわけないだろうと食い下がろうとしたら、不意に足元から声がした。あ、それ僕の！いらないから捨てた！その声に視線を下げれば、いつの間にか男の子が隣人奥さんの足にしがみつくようにして立っていた。確かうちの娘と同じ年長の息子さんだ。こんなの買ったことあったっけな？カイト、本当にあんたのなの？隣の犬とさっき遊んだ時に食べてたんだ。その言葉に、はーっとため息をついたのは私。だけではなかった。奥さんもため息をついたのである。それも不機嫌丸出しといった感じで。
余計なことを。聞こえてますよ。またうちの庭に勝手に入ったんですか？また。そう、またなのだ。隣人はうちが留守してるのを見計らっては庭に侵入してくるのである。初めて見たときはぎょっとしたものだが、隣と揉めたくない思いから入らないでくださいね、とやんわりした言い方したのがまずかったのかもしれない。大して怒られないと高をくくった隣人は頻繁に庭に入るようになった。主に犬と遊ぶために。勝手に入らないでくれと注意したら、それから留守中に入るようになったのだ。門扉に鍵をかけても、門扉を乗り越えて入ってくるから立ちが悪い。別にいいでしょ？減るもんじゃないし。留守中に勝手に入ってたことを指摘しても、開き直るからさらに悪い。そういう問題じゃありません。あなたのやってることは不法侵入ですよ。いい加減やめてください。は？子供が犬と遊びたいって入ってるだけでしょ？そんなのが犯罪になるわけないだろ？アホか！勝手にさせてる保護者のあなたが問題でしょ？子供の希望を叶えてやって何が悪いのよ。あんたらが留守して犬がかわいそうだからと相手してやってるんじゃないか。感謝されても文句言われる筋合いはない。こういう風に全く話にならない。ご主人に一度話したいと思うのだが、単身赴任でめったに帰ってこないらしい。とはいえ、確かに子供が入ってきたからと言って通報するのもなぁ、とご近所付き合いの難しさに頭を悩ませるのであった。結局今日もブチ切れた奥さんがわめきながら扉を閉めるという、全く話し合いにならないまま終わった。別にうちが家にいるときにお子さんが犬と遊ばせてほしいと言えば都合が合えば構わないと思ってる。だがたとえおとなしくても相手は犬だ。突然何があるかなんてわからない。だからせめて私が見てるときに、と思うのだが隣人はそういうのが面倒と思ってるようだ。空箱を手に家に帰った私は、まさか、これをベスに与えてないでしょうね。と言い知れぬ不安に駆られるのだった。そしてその予感は的中する。翌日、ちょっと体調悪くて横になってたら不在と勘違いされたのか、また隣人親子が入り込んできたのである。はーい、ワンワンだ！ほら、鬼の犬間に思いっきり遊びな。鬼の犬間にじゃないでしょ？何勝手に遊ばせてるわけ？うちだってそんなに庭が広いわけではない。少し歩けば大きな公園もある。というか、隣人だってうちとあまり変わらない広さの庭を持っている。手入れしてないのか、外からもわかるほどに雑草が生えてるが、手入れすればいいだけの話。子供のために何かしようと思わない隣人にイライラしながら私は庭に出た。ちょっと、また勝手に。って、何やってるんですか？まさか私がいると思ってなかった親子は突然現れた私の姿を見て固まっている。そして男の子の手には、ハンバーガーではないか。ハンバーガーを食べてるなら良くないけど別にいい。問題は、なんとそのハンバーガーをうちの犬、ベスに差し出していたことにある。ああ、驚いた。何よ、いたの？最初からいました。一体何をしてるんですか？何って、犬が腹空かせてるじゃないかと心配した私の可愛い息子が犬にハンバーガーを分けてあげようと。それ玉ねぎ入ってません？そりゃ入ってるでしょうよ。入ってるでしょうよじゃないわ。私は慌ててサンダルに足を突っ込み駆け寄って男の子の手からハンバーガーを奪い取った。ちょっと何すんのよ！わー。怒鳴ってくる奥さんに泣き出す子供。だが私は家に入ってハンバーガーをラップに包んで返した。玉ねぎは犬にとっては命に関わる危険な食べ物です。絶対に与えないでください。そんなの知るわけないでしょうが！そんなことより息子に謝れ！勝手に人の家の庭に侵入して犬に危険物を与えようとしたのはそちらでしょ？うるせえ！ごちゃごちゃ言ってるなら警察呼ぶぞ！お好きなように。
警察を呼ばれたところで私は何の問題もない。明らかに不法侵入して悪いことしてるのは隣人なのだ。呼べばいいと即答するとひるむ隣人。さすがに立場が悪いと思ったのか。ふざけんなよと捨て台詞を吐いて、泣きわめく子供と共に帰っていった。最悪だわ。つぶやいた私はその夜夫に相談した。ねえ、旅行の間ベスをどうしよう。ホテルに預けるか？そうなのだ。実はもうすぐ家族旅行に行くことが決まっているのだ。当初の予定では自転車で10分の距離に住んでる私の実米に面倒を頼むつもりだった。実米のまゆみは年の離れた妹でまだ25歳の独身。我が家によく遊びに来るし泊まることもある。だからいつも旅行中は我が家に寝泊まりしてもらって犬の面倒をお願いしている。ペットホテルはお金がかかるってのもあるけれど、何よりベスのことを考えてだ。昔、親戚の葬儀で一泊家を留守にすることがあった。やむを得ずベスをペットホテルに預けたのだが、ベスにはかなりのストレスだったらしい。お迎え後、しばらくは元気がなかった。そういうこともあり、お金があったとしても、ホテルに預けるのは躊躇してしまう。どうしようか、と妹に電話したら、別に休日でほぼ家にいるから大丈夫よ。深夜に入り込まれるとかならともかく、ちゃんと見張ってるから。そう？なんならベスは散歩以外は家に入れといてもらっても。そうだね。狭い家の中に閉じ込めるのは気が引けるけど、それも視野に入れておくわ。悪いね、お願い。姉ちゃんのためじゃなく、ベスのためよ。ありがとう。妹の頼もしい言葉に私は安心して旅行に出るのだった。ところが数日後、3連休を利用しての旅行を満喫して帰ってきた私たち家族は家に着くと信じられない光景を目にしたのだ。家に着くとまず妹がいた。その目には涙が溜まっている。泣きじゃくる妹の目の前にはおまわりさん。何事？と思っていたら、二人の向こう側に誰かが立ってるのが見えた。なんと、隣人親子ではないか。一体どうしたのかと近づくと、お姉ちゃん、ごめんなさい。と妹が泣きながら飛びついてきた。あのね、ちょっとトイレに行ってたらね、庭にベスを置いてね、そしたらこの隣人親子がわっとやって、バッと逃げて、そいで、わかったから、全然わからないけどわかったから落ち着いて。完全にパニック状態の妹をなだめて説明させた。天気がいいからベスを庭に出してそれを眺めながら本を読んでたの。ちょっとトイレにと席を離れたら何やら庭から声がしてさ。慌てて用を足して戻ったら庭にこの親子が立ってて花火を手に持ってて。花火？で、どこを見てもベスがいないの。なんですって？慌てて庭に目を向けるも確かにベスはいなかった。バッと隣人親子を睨むと悪びれる様子もなくあくびをしてる奥さんが目に入った。ベスに何したんですか？別に何もしてないわよ。ちょっとばかし花火でもしようかと思っただけ。どうしてうちの庭でするんですか？息子が犬に見せたいって言うから。言うからじゃないでしょ？それでどうなったんですか？ちょっと音がバチバチとうるさい花火だったみたいで、息子が犬に向けたら、花火を向けた？逃げちゃった。てへ？いや、てへじゃないし。何してくれてるんですか？しょうがないでしょ？あんな軟弱な犬を飼ってる方が悪いのよ。ふざけんな。怒りのあまり目の前が真っ暗になる私に半べその妹が話しかけてきた。とりあえず今おまわりさんに事情は話したの。これから動物病院や保健所とかにも電話するから。もう夜なのに繋がるの？わかんない。
とにかく繋がるとこにはすべて電話して、それからベスを探しに行く。そうだ、ベス。こんなとこでぼーっとしてる場合じゃない。戻ってきた時のためにと、妹は家で娘と共に待機してもらって、私と夫は周囲を探しに走るのだった。隣人の奥さんは、息子が寝る時間だから帰るわ。とだけ言って帰ってしまった。当然のように謝罪の一つもない態度に私は激しい怒りを覚えるのだった。結局ベスは見つからなかった。おそらく花火にびっくりしてパニックを起こしたのだろう。一体どこまで走っていったのかわからない。それ以上に事故に遭ってやしないかと心配で仕方なかった。自分のせいだと責める妹、ベスがいないと泣く娘。そんな光景を目にした私は夫の顔を見た。そこには無言の夫。口数の少ない夫だが私にはわかる。だって夫婦だから。夫がかなり怒ってることが私にはわかった。どうする？そりゃこうするだろう。夫はそう言って携帯を取り出すのだった。数日後、ベスはまだ見つからない。片っ端から動物病院に飛び込んで、院内に張り紙させてほしいとお願いして回った。保健所など、犬が保護されたら行きそうなとこにも連絡した。SNS でも呼びかけた。それでも全然情報が入ってこない。じっとしてられなくて、また探しに行こうと外に出た時だった。あ、どうもどうも。能天気な隣人の奥さんに出くわしてしまったのだ。あれから彼女は一度もうちに挨拶には来ない。謝罪も当然ない。いい加減頭に来てた私の口から文句が飛び出した。ですね、謝罪くらいあってもいいんじゃないですか？謝罪？なんのって、勝手に庭に入って犬を逃がしたことですよ。まだそれ言ってんの？謝ることじゃないっしょ。だって逃げたのは犬の勝手だもの。勝手じゃありません。あなたが花火をお子さんに持たせるから。その程度で逃げるかって話よね。もしかして犬はお宅に不満があったんじゃないの？だからいないうちにこれ幸いと逃げたのかもよ。反省どころかひどいことを言ってくる隣人にいい加減切れた。怒鳴ってやろうと息を吸い込んだその時だった。どういうことだ？男性の声がした。振り返ればそこにメガネをかけた男性が立っている。なんか見覚えあるような、と思っていたら隣人の奥さんが驚いたように、あなた？どうしたの？と叫ぶのだった。ああ、そうか。見覚えがあるのは隣のご主人だからか。単身赴任でほとんど会ったことなかったから忘れてたわ。奥さんの驚きようから予定外の帰宅だったらしい。どうしたんだろうと首をかしげてたら、ご主人が近づいてきて奥さんの顔を見た。どういうことだ？花火がどうとか聞こえたけど。まあ大したことじゃないのよ。ほら、あなた疲れてるでしょ？家に入ってゆっくりと。さすがに話を聞かれるのはまずいと思ったのか、奥さんは強引にご主人を家に入らせようとする。だが、そうはさせまいと声がかかった。お宅の奥さんがうちの庭で花火して犬を逃がしたんですよ。声をかけたのは私ではない。私の背後。振り返ると、なんと私の夫が立ってるではないか。あなた？お仕事中じゃないの？早退した。なんで？夫が早退なんて、体調でも悪いのかと心配したが、顔色は悪くないようだ。不安げに夫を見れば、安心させるように肩をポンと叩かれた。そのまま夫は私の前に進み出る。こんにちは、加藤さん。いつもお世話になってます。これは片桐さん。こちらこそお世話になってます。なんだかご近所さんの会話としてはちょっと変なような、と首をかしげてると夫が私を見て、お隣の加藤さんのご主人、うちの会社の取引先なんだ。と言うではないか。夫の言葉にお隣のご主人、加藤さんは頭をかいた。
夫はそこそこの企業に勤めているのだが、あまり出世してないのでお給料はそんなに高くない。だがそれでも会社はそれなりの規模。取引先もたくさんあると聞く。その中の一つがお隣のご主人が勤める会社だそうな。しかも結構大きい取引とのこと。でも夫は下っ端。そんな夫にへいこら低姿勢になるのかな？いや、片桐さんの会社にはいつも助けられてます。御社との取引がなければ、うちの会社の経営かなりやばいですからね。と言った。下っ端でも一応は取引先の社員、低姿勢になるのね。どういうこと？状況を理解できてないのは加藤さんの奥さん。だが、夫が先に話し始めた。加藤さん、お宅の奥さんどうにかしてくださいよ。頻繁にうちの庭に入り込んでお子さんを遊ばせてるんですよ。そうなんですか？ちょっと、嘘言わないでよ。嘘じゃないでしょうが。犬に勝手に食べ物を与えて、玉ねぎとか危ないものを食べさせようとしてたらしいし。犬に玉ねぎは絶対ダメなやつじゃないですか。どうやらご主人は犬のことに詳しいらしい。僕、すごい犬好きなんですけど、妻は世話が面倒でいらないって言うし、私も単身赴任になってしまったから飼えなくて。でも、子供の頃はずっと犬と一緒だったんで詳しいんです。そう説明して、ご主人はすごい顔で奥さんを睨みつけた。お前何やってんだよ。そんな最低な行為ができるやつだなんて知らなかったぞ、俺は。いや、でも、私も息子も可愛がろうと。奥さんの言い訳を制して夫が。先日、奥さんがうちの庭で花火やって、犬を驚かせて逃がしました。と言う。その言葉に加藤さんのご主人は真っ赤。奥さんは真っ青になるのであった。はぁ？犬の前で花火？何やってんだお前は！そもそもどうしてよそ様の庭でやるんだ？いや、ほら、うちの庭は草がぼうぼうで。んなもん手入れすればいいだろうが。どちらにしろ、人んちの庭に入る理由になるか！だって、息子がやりたいって言うから。子供の希望を何でも叶えるのがいい親だとでも思ってるのか？だって。ご主人の剣幕に徐々に涙目になる奥さん。だが泣いて済む問題ではないと判断したご主人は怒りを収めることなく奥さんに言った。ってこい。今すぐ犬を探しに行ってこい。なんでお前は家でブラブラしてるんだ？嘘でしょ？嘘も冗談もあるか！見つけるまで帰ってくるな！鬼の形相のご主人の様子に泣きながら奥さんは走り出すのであった。妻が申し訳ありませんでした。息子を実家に預けたら僕も探しに行きます。頭を深々と下げたご主人はそう言って息子さんを連れて去るのだった。その日、奥さんが家に戻ることはなかった。それから数日後、警察から電話があった。なんとベスが見つかったらしいのだ。見つかった場所は、なんと我が家から5キロも離れていた。きっとパニックで走り回って迷子になったんだろうな。犬好きの方が保護してくださったらしく、首輪につけてた迷子札と埋め込まれていたマイクロチップで、うちの犬だと判明したらしい。迎えに行ったら少し痩せて毛がボサボサになったベスが嬉しそうに尻尾を振って駆け寄ってくれた。ベスに駆け寄って抱きつく娘は大号泣だ。それを見た私と夫、そして妹もまたよかったと涙するのであった。保護してくださった方とおまわりさんにお礼を言って帰宅。張り紙させてもらった病院や各所に連絡してお礼を言い、ほっと一息つくのであった。その時、お隣の加藤さんから夫に電話が鳴った。見つかりました。それで奥さんは？そうですか。わかりました。なんて？見つかったことを報告したら喜んでたよ。でもって改めてのお詫び。それから息子くんと2人で実家に住むことになったって。奥さんは？
ご主人が犬が見つかるまで帰ってくるなと言ったら、奥さんの実家に泣きついたんだってさ。でも、老後にと初めて飼った犬がいる実家のご両親に激怒されて追い出されたんだと。どうなんのそれ。ご主人曰く、離婚はしないけど別居するって。奥さんは子供に悪影響を与えかねないから。そうよね。本当にあの子育ては悪影響しかないわ。どうやら奥さんは子供を公園に連れて行くのも面倒だと行かせず、隣である我が家の庭で遊ばせていたらしいのだ。なんつうずうずうしいというか、ひどい親だ。現在、ご主人からは最低限の生活費しかもらえない奥さんは、これまでの楽な専業主婦を返上して、半泣きで働き始めたらしい。どうせ心からの反省はしないと思うので、苦労させておきます。と、ご主人はなかなか厳しいことを言うのだった。我が家はといえば、引っ越しを考えている。今回のことで、ベスの大切さを再認識した我が家。庭もそうだけど、室内でも十分な広さのある家に引っ越そうという話になってるのだ。これから老犬介護もあるだろうし、室内で飼える環境は必須だと思うの。そうだな。俺も賛成だ。年長児の娘はもちろんのこと、ベスも大切な私たちの娘だ。憂いなく生活できる環境を整えなきゃね。それともう一つ、旅行も一緒に行けるような車を買うつもりだ。ということはだ。我が家の経済状況はなかなかに大変になるってことだけど、そんなの苦でもない。大切な家族のためなのだから。娘が小学生になったら私も正社員の職を探すわね。おう、頼りにしてるぞママ。あなたこそ頑張ってねパパ。お互いにそう言って私たちは笑うのだった。